ママのお腹にいる妹は、パパの子じゃないんだよ。そんな根も葉もないことを言われたと泣きながら帰ってきた娘を見て、堪忍袋の緒が切れた。許せない。だけど、嘘を言いふらす人にどう対応するべきか。そう思っていたら、夫がとんでもない切り札を持っていたのだった。私の名前は今井ゆり。孤独のグルメを見すぎたせいか、食事中に頭の中で松重豊さんの声が聞こえてくるようになった40歳だ。焼肉中も、よし次はしっかり焼いて食べてみよう。とか、うっかり松重さんのトーンそっくりで声に出してしまって、先日も夫と子供たちに笑われた。恥ずかしい癖ではあるが、まあ、家族が笑ってくれるならいっか。そんな私の家族を泣かせてくれた不届き者の話をしたいと思う。長女、優香が幼稚園の時の話だ。私は娘と同じ組のママ友である森千秋さんになぜかものすごく嫌われていた。心当たりは全くないが、目が合えば睨まれるし、会話はいつもどこか嫌味っぽさがある。先日もお子さんが持っている手作りバッグが可愛かったので、ああ、可愛い。千秋さん器用ですね。と褒めたら、こんなこともできないの？子供が子供を産んだのね。と言われた。トゲがあるなんてもんじゃない。子供同士は仲がいいだけにどうしたものか、と私は頭を抱えていた。しかしある日、親しいママ友に千秋さんのことを相談してみたのがきっかけで、自分が千秋さんに嫌われた理由が分かった。聞くところによれば、千秋さんは40歳を過ぎて娘のあゆみちゃんを出産したという。うちの幼稚園は20代後半から30代前半のママが多く、千秋さんの年代はかなり珍しい。というか、一人しかいない。そのことを本人なりに気にしていたのだろう。幼稚園に来るときは誰が見てもバッチリメイクだった。ママ友同士の集まりでも濃いめのメイクや若い人向けの服装で来るのが常だったそうだ。そんな千秋さんを見たあゆみちゃんは、他のママ友もたくさんいる中でこんなことを言ってしまった。なんでママだけお化粧がひび割れてるの？と。ほら、女性ならわかると思うけど、笑ったらファンデーションがほうれい線の溝に溜まるでしょ？それをあゆみちゃんがひび割れと表現してしまったのだ。もはや悲劇である。ママ友たちも我慢したものの、吹き出す人も続出し、千秋さんは最愛の娘の言葉によって大恥をかいてしまった。挙句、あゆみちゃんはこんなことを言ったのだ。ゆうかちゃんのママがすっごく可愛いんだよ。と、褒めてくれてありがとうあゆみちゃんと言いたいが、そこで私を引き合いに出さないで欲しかった。18歳で優香を産んだ私は、園内でもかなり若い母親だ。下手にメイクをすると、やっぱり若くして出産しただけあって、チャラチャラしてるのね、と悪目立ちしそうで怖いので、幼稚園にもほぼすっぴんで行き、極力芋臭くするよう心がけている。千秋さんとは見事に真逆と言えるだろう。しかしこの件をきっかけに、私は千秋さんから一方的に嫌われてしまったというわけである。ばっちりだ。嫌われた理由を知り、距離を取ろうと思っていた矢先、同じ組のママ友同士でランチ会をしようという誘いが来てしまった。もちろん、千秋さんも参加に名乗りを上げている。前回は用事があって参加を断っており、さすがにせっかく誘ってくださった人にお断りのメッセージばかり入れるのは気が引ける。断る理由もないし、仕方ないか、と腹をくくって参加を決めた。私自身、ママ友同士で会うのは意外と嫌いではない。重い腰を上げて参加した会だったが、行ってみると案外盛り上がり、私も久しぶりに女性同士の付き合いを楽しんでいた。千秋さんも私には関わってこないし、問題なさそうだ。そう思っていたのだが、そういえば、この間うちの夫がゆりさんの店に行ったって言ってたわ。ああ、はい、お越しいただきましたよ。相変わらずお店に立ってるのね。
ええ、夜は旦那が子供の面倒を見てくれてますし。ママ友と私がそんな話をしていると、突然千秋さんが店と聞き返してきた。なんだか嫌な予感がする私を差し置き、ママ友は、ゆりさんは家業を継いで夜はお店を切り盛りしてるのよ。と答える。仕事も子育ても両立するママなんて素敵よね。とママ友は褒めてくれたのだが、夜の店ですって？はしたない。子供が知ったらどうするんですか？と千秋さんだけが異常なほどに激高した。夜の店といっても、居酒屋と小料理屋の中間みたいな店なので、多分想像されているようないかがわしい雰囲気の店では、嘘は一つも言っていないのに、あまりにも千秋さんが怒っているせいか、自分でも説明が言い訳のように聞こえる。ママ友も、そうよ、ゆりさんのお店はご飯が美味しいから、近所の人も結構通ってるのよ。とフォローしてくれた。しかし千秋さんは何度もはしたないとか子供の教育に悪いなどと繰り返す。結局その日のランチ会は空気が悪くなったせいかみんな家事かとか今日は夫が早く帰るのでと取ってつけた理由を述べ始め早々にお開きとなった。自分が悪いような気がして申し訳なく思ったのは言うまでもない。以降は極力千秋さんと顔を合わせないように努め無事に娘も幼稚園を卒業した。ところが、小学校でまたしても子供同士が同じクラスになってしまったのだ。おまけに千秋さんは、未だに私を、キャバクラか何かに勤めているいかがわしい女と思い込んでおり、その勘違いをさも真実のように周囲に話していた。娘は誰の子供かわからないとか、実は客が父親とか、客の一部とお金のやり取りありきで交際しているとか。おかげさまで私は保護者の間で不死だらな女と呼ばれるようになった。本当に失礼な話だ。間違いなく娘は夫の子だし、夫は客などではなく幼馴染だというのに。そんじょそこらの出会いよりよっぽど純愛よ。と噂を否定して回りたいが、そう簡単なことではない。もちろん、娘の幼稚園時代に親しくしていたママ友もいる。しかし、小学校に上がってから初めて知り合った保護者が圧倒的に多く、私のことをよく知らない人は、みんな千秋さんの話を信じた。娘を身ごもった時も、夫と二人で嫌味なご近所さんにいろいろ言われたものだ。こんなことは慣れている。私自身は何を言われようと、どう思われようと気にはしない。でも、もし娘が不死だらな母親と言われて嫌な思いをしたら、と思うと胸が痛んだ。学校の先生に私の仕事の説明をしたり、自分でも仕事の話をわざと広めるなど努力して、一時は噂が落ち着いたのだが、当時の私はお腹に二人目を妊娠していた。おかげで噂を否定している間に少しずつ大きくなったお腹のせいで、また客の子供を身ごもってしまったから必死になって噂を否定していると言われるようになったのだ。一時は落ち着いた噂が再び再燃した原因はやはり千秋さんだった。私の噂を流すようになってから、千秋さんってママ友のことに詳しいのね。と噂好きのママ友集団にもてはやされるようになったらしい。しかし、あくまでそれはネタ提供要員として求められているだけで、若いママ友集団の輪に入りきれていない。どうも過去に一度、高齢ママが若作りしてる、と幼稚園時代に笑われた経験から、千秋さんはその輪に入って彼女たちを見返したいようだ。もう彼女たちの子供は同じ学校ですらないのに。そこで私の噂を膨らませ、話題を常に提供することで、グループでの地位を得ようとしているようだった。いい迷惑である。しかも、噂好きのママ友集団も、噂の真偽はどうでもよくて、ゴシップを好むようなタイプの人たちだ。嘘でも本当でも周りに広げてしまう。伝言ゲームの間に、尾びれ、背びれもどんどんついていく。そんなこんなで、結婚してるんだし、旦那さんの子供でしょとなるのが普通なのに、私のお腹の子供が、客の子供と噂される羽目になったのだろう。
私が芸能人なら名誉毀損で訴えてとことん戦っているところだ。しかし、一般庶民の私には今のところ、裁判沙汰にして勝利を勝ち取り、相手から慰謝料を分取ってやれるほどの目立った被害はない。仕事に影響が出ているわけでもなく、ただただ一方的に噂されて、白い目で見られているというだけだ。私にとっては十分害だけど、小さなぼやゆえに止める方法がないというのは実に厄介だった。娘に何もないなら耐えていよう、と思っていた矢先、学校から帰ってきて遊びに行ったはずの娘が門限よりうんと早く帰宅した。ママ！私の顔を見るなり、玄関先でダムが決壊したかのようにボロボロっと涙を流し、細い腕で私にしがみついてくる。どうしたの、ゆうか。お友達と喧嘩でもした？私の問いかけに、娘は胸に顔を埋めたまま首を横に振った。参ったな。ゆうかが表情も見せてくれないときは本当に落ち込んでいるときだ。母親あるあるかもしれないが、私はこういうとき、無理に話させるか、話したくなるまで待つか、と毎回悩んでしまう。どうしたものか、と悩んでいたら、ゆうかはお姉ちゃんになるんだよね？と娘が尋ねてきた。そうよ。ゆうかはもう少ししたらお腹の赤ちゃんのお姉ちゃんになるのよ。あゆみちゃんのママがね、ゆうかの妹はパパの子じゃないって、ゆうかもパパの子じゃないって、ゆうかにはパパがいないの？どういうことなの？わかんないよ。ふえっとまた泣き始めるゆうかを思わずぎゅっと抱きしめた。腕の中のゆうかは、ゆうかのパパとママじゃないの？じゃあ、どっか行っちゃう？と、しきりに言いながら泣いている。あゆみちゃんのママ、千秋さんに言われたことに対し、子供なりに理解できている部分と、できてない部分があるんだろう。実の親じゃなければ、いつかどこかに行ってしまう、と思って不安になっているようだった。よくよく話を聞いてみれば、ゆうかは公園でお友達と遊んでいるところに千秋さんと遭遇したそうだ。そこで千秋さんがゆうかのお友達に、この子とは付き合わない方がいいわよ。と吹聴し、ゆうかにも、ママのお腹にいる妹はパパの子じゃないんだよ。など嘘を言って泣かしたのだ。私は必死に、ゆうかもお腹の子もパパとママの子だよと言い聞かせた。赤子の頃に夫がゆうかを抱っこしている写真を見せたり、ビデオを見せてようやく納得してくれたが、それでもやっぱり不安だったのか、その夜ゆうかは、パパ、ママ、行かないで、と寝言を言いながら泣いていた。きっと今日の出来事を夢に見たのだろう。何でも信じてしまうような幼い子に何を入れ知恵してくれてるんだ、千秋さんは。さすがに私の中にもふつふつと怒りが湧いてくる。千秋さんの家に殴り込みに行きたいくらいだ。ゆうかを寝つかせた後の私は非常にイライラしていて、夫からも、俺も同じ気持ちだけど、お前は妊娠中なんだから落ち着け。お腹の子に良くないぞ。と、諌められた。その通りなのだが、娘が泣かされたのに、イラつかずにはいられない。私、別に千秋さんに何もしてないし、ただ周りよりちょっと早く子供を産んだだけなのに、なんで私じゃなくて、優香が嫌な思いしなきゃいけないのよ。どうぞ、落ち着けって。でもまあ、俺たちが何もしてないのに理不尽だよな。千秋さんだっけ？どんな人？夫の問いに、私は一瞬悩んだ。どんな人と言われても、何と答えればいいのか。この状態でどんな人？と聞かれても、嫌なやつとしか出てこない。この写真の右端が千秋さん。苦肉の策で私は幼稚園のレクリエーションに親子同伴で集まった時の集合写真を指さして夫の質問に答えた。夫は机の上の写真を一目見るなり、よく見たいのか手に取って千秋さんの顔をじーっと見つめた。一度ご挨拶するか。いたずらっ子のように楽しそうな笑みを浮かべる夫の考えに、私が驚かされたのはこの少し後のことだった。翌日土曜日、私と夫は
娘を母に預けて千秋さんの家を訪問した。インターホンを鳴らすと、何のご用ですかと千秋さんが現れた。子供を泣かした件でやってきたと思ったのだろう。少しおどおどして見える。すると、はい、旦那さんに会いに来ました。と笑顔で答える夫。旦那？まさかの回答に、千秋さんは鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていた。そのすぐ後ろから、待っていましたよ、今井さん。と千秋さんの夫、カズさんが現れた。ほら、千秋、話してただろ？今日俺の釣り仲間のタクさんがご夫婦で会いに来るって。聞いてたけど、だってこの人は。困惑した表情を浮かべる千秋さんに、カズさんが、多分、奥さんの方は見覚えあるだろ？あえて名字を隠してたんだ。サプライズだよ。驚いた？と笑った。は？と、千秋さんは言葉を失う。夫とカズさんは釣り好きだ。隣の県にある有名な釣りスポットで釣りをしている際に、周囲のトラブルに巻き込まれたことがきっかけで親しくなったという。交流を重ねる中で同い年の子供がいることや、住んでいる場所も近いことが分かり、子供が同じクラスだということが判明した。千秋さんがママ友を作れず悩んでいることを心配していたカズさんは、そのことを知ると、私たちと家族付き合いをしたいと言っていたらしい。夫は、これがうちの嫁と子供だよ、と、カズさんに写真を見せてもらったことがあるとか。それで、昨夜、千秋さんの写真を見て、彼女が、カズさんの妻だと気づいたのだ。夫はすぐにカズさんに連絡を入れた。先日、家にお招きいただいた件、急ですけど、明日はどうですか？と。これにカズさんは二つ返事で了承してくれた。千秋さんが裏で何をやっているかも知らずに。カズさん、せっかくお招きいただいたのに申し訳ないんですけどね。奥さんにお話ししたいことがありまして。何事とでも言いたげに、カズさんが千秋さんを見ると、千秋さんは目をそらした。千秋、まさかと思うけど何かしたの？カズさんの問いに黙る千秋さん。大変お話ししにくいんですが、と私は切り出して、これまでのことをすべてカズさんに伝えた。嘘を吹聴されたこと。おかげでクラスでも白い目で見られていること。一部のご近所にまでその話が広がり、子供まで泣かされたこと。千秋さんは言い返すこともなく、青ざめながらそれを聞いていた。すべてを聞き終えたカズさんは、しばしうつむいて立ち尽くしていたのだが、たくさん、いや、今井さん、奥さん、本当にすみませんでした。と言って、千秋さんの頭をつかみ、自分と一緒に頭を下げさせた。やめてよ！と千秋さんが抵抗する。やめろと言うなら、初めから謝らなきゃいけなくなるようなことをするな！メガネをかけた非常に温厚そうな雰囲気のカズさんからきつい言葉が飛び出したことに、私と夫が驚いたのは言うまでもない。特に奥さん、本当にすいませんでした。と、カズさんは再度私に頭を下げた。いえ、分かっていただけるなら私はそれで構わないので、と私も答える。実はね、俺はたびたび親が離婚してまして、最後の離婚の時に母方に連れて行かれた姉。この姉とは父親が違うんですが、この姉は奥さんと同じ、どころか16歳で妊娠しました。突然の告白に一同が驚く。千秋さんも知らなかったようで、と声を上げた。相手は俺たちにすごくよくしてくれてた少し年上の近所のお兄ちゃんです。いい人ですよ。姉ともちゃんと交際してました。でも16歳をもてあそんで妊娠させたってめちゃくちゃ近所から叩かれました。そうだったんですね。私の言葉にカズさんはははっと困ったように笑った。噂って怖いですよね。事実なんか全然知らない。本人を見たこともないような人たちがあれこれ言い出すんですよ。親の離婚理由も姉の妊娠が原因です。そんな、偏見を恐れて産むなという父と、
覚悟があるならサポートはするから埋めという母で意見が真っ二つになりましてね。そういう事情から二人は離婚して、俺は再び父と暮らし始めました。だから千秋さんにも父子家庭とだけ伝えており、姉の存在を話していなかった。とカズさんは語った。カズさんの予想以上に重い告白に、私たちはもちろんだが、千秋さんは、自分がやったことは、この人にとって最も怒られることだった。と自覚したのか、青い顔で震えていた。ちょっと旦那さんにチクって、噂がやめばいいくらいのつもりだったけど、とんでもないことになった。俺は姉のことを尊敬しています。父親の手前会っていないことにしてますが、最後に会った時はちゃんと子供を育てて立派にやってました。偏見を持ってた奴らに見せてやりたいくらいです。だから俺は奥さんのこともすごいと思いますよ。そう言ってカズさんはニコッと笑顔を向けてくれた。ありがとうございます。と返す言葉が震えそうになるくらい普段もらうことのない過大な評価に戸惑ってしまう。千秋、人にはさ、いろんな事情があるんだよ。でも、何歳で結婚しようが、子供を産もうが、きちんと育てられたらそれでいいと思わないか？お前は何にそんな目くじらを立てているんだ？カズさんの土星論に千秋さんは言葉も出ないようだ。終始目を泳がせていた。お前も確かに高齢出産で苦労したかもしれないけど、若くして子供を産むことだって大変なんだぞ。学校に行くこともままならないし、出産費用や生活費の準備だって若者には優しくないからな。私は別に若くして出産したことを批判したんじゃないわ。夜のお店で働いていることに言及しただけよ。息を吹き返したようにくわっと目を見開き、言ってやったと言わんばかりの顔で私を睨む千秋さん。この人アホなのかな？お言葉ですけど、仕事に関しても嘘を広めましたよね。私は男性にいかがわしい接客をするような店を営んだ覚えはありませんし、他のママ友が否定してくれたのも聞いたはずです。でもあなたはキャバクラがなんだとかいろいろ吹聴して回ったでしょ？私の反論に。夜の店なんていかがわしいに決まってるじゃない！と千秋さんも応戦した。はあ？じゃああなたはコンビニに行かないんですね。え？何言ってるの？コンビニくらい行くわよ。コンビニは深夜営業ですよ。あなたの理論で行くと、それはいかがわしいのでは？ 21 時まで開けてる薬局も、22時閉店のスーパーも、千秋さんにはすべていかがわしく見えてるんですよね。随分発想力豊かな、桃色の考え方をされるんですね、と嫌味を言ったら、千秋さんが、へりくつ言わないで！と顔を真っ赤にして叫んだ。夫たちがクスクス笑っている。でもそういうことでしょ？夜にやってるお店なんて5万とありますよ。夜にお酒を出すお店が悪いならファミレスだっていかがわしいですよね。千秋さんは何をもっていかがわしいと妄想されたんですか？ギロッと私が睨むと千秋さんは一瞬ひるみ、それを見た私の夫が、どう、その辺で。怖いから、ゆりちゃん。と私を止めた。私のことは何を言ってもいいけど、子供を悲しませるなら母親としていくらでも戦いますからね。私の言葉に続くように、カズさんが、もう間違ってたって分かっただろ。謝ろう。と諭した。千秋さんももう勝ち目はないと気づいたのか、うつむいたまま、すみませんでしたと謝罪した。後日、私たちは黙っているつもりだったのだが、近所の誰かが、千秋さんが娘に嘘を吹き込む様子を見ていたようで、千秋さんは嘘つきと広まってしまった。もちろん、娘の学校でも同様だ。私のこと以外にも、自分の生活やキャリアについて、誰もが聞いてわかるような嘘を盛り込んでいたこともあり、おかしいと思ったのよと、千秋さんは笑い物にされた。こうなると、千秋さんの噂話に乗っかっていたママ友までコロッと態度を変えてくるから怖いものだ。千秋さんは学校行事にもあまり顔を出さなくなり、代わりにカズさんが来るようになった。自業自得なんだから今の状況を耐えろ、とカズさんは諭したものの、千秋さんはもう耐えられないと反響欄になったらしい。結局、ご家族で別の地域に引っ越していった。
その後、夫とカズさんは今も釣りを通じて交流しているが、子供が大学生になるのを機に、カズさん夫婦は離婚した。何でも自分が目立てないなら子供だけは、と子供に勉強や習い事を強要させ、子供がそれに反発し、家庭内が荒れに荒れたらしい。なんとか成人までは子供のために、と結婚生活を続けていたが、子供の方から大学入学の際に離婚していいよと言われてしまったという。千秋さんのせいですっかり仮面家庭になってしまっていたようだった。今はカズさんがお子さんを引き取り、そちらは幸せに暮らしているようだ。一方私はというと、仕事への誤解も解けたし、娘の優香自身、成長するにつれて、うちのママ、若くていいっしょと開き直って話すタイプの子になったので、その後は若くで出産したことや仕事を揶揄されることはなかった。今は優香が年の離れた妹を溺愛しており、時々自分が子育てしていた頃とその姿が被ってなんだか微笑ましい。妹の方には、お姉ちゃん、私もう子供じゃないってば、と鬱陶しがられているようだが、それもまた微笑ましい。妹に服を買い与えたり、アクセサリーをあげたり。それこそ、いかがわしい店に来るお客さんみたいな貢ぎ体質の長女をやや心配しつつも、仲のいい姉妹の姿に、私も夫も癒されている。若くして子供を産み、不安もあったけど、立派に育ってくれて、私にとっても、夫にとっても誇らしい子供たちだ。できれば当分嫁にも行かせず、ずっと一緒に家族で過ごしたい。なんて思って一人でニヤニヤしている自分も、自分のことだけどちょっと微笑ましい。なんで他人と住まなきゃならないんだよ。あんたらは出て行ってよ。この家に住んでいて、ローンを支払っている私が、なぜ出て行かなければならないの？どれだけ反論しても、彼らには届きそうもなかった。この窮地をどう乗り越えよう。この人たちをどう言いまかしてやろう。そんなことばかりを考えていた。私の名前は里美。今年で50歳になる。二人の息子が就職を機に一人暮らしを始めたのが5、6年ほど前。それまで家族で住んでいた我が家が広々と感じるようになったこの頃。4人で住んでいる時は少々手狭かなーなんて思ってたけれど、いざ子供が独立すると寂しいものですね。私たち夫婦の家は郊外にあるタワーマンションの20階。購入したのは今から10年ほど前だった。当時からタワーマンションは高級鳥が住む場所だって言われていたけれど、私たちは購入に踏み切った。もちろん私も夫もごく普通の会社員。夫の実家も私の実家もお金持ちでもないごく普通の家庭だ。そんな私がどうしてタワマンに住めるのかって？それは、当たっちゃったんです。宝くじが。2等の1億円。その興奮は今でも脳裏に焼き付いている。番号を2度見、3度見、いや、100度見くらいした。漫画みたいにほっぺたもつねったりした。痛かった。現実なんだ。心が一瞬シーンと静寂に包まれた後、ドワーッと興奮が来た。1億って聞くとものすごい大金のように思えるけれど、現実的に使えば消える金額だ。そりゃ多少の贅沢として家族で旅行に行ったり、美味しいものをお取り寄せして堪能したりという小さな贅沢はしたけれど、人間の欲とは際限ないもの。このお金をどう使うか、慎重に考えていかなければならない。浮き足立つ気持ちがありながらも、私たち夫婦は冷静だった。子供の教育費や老後のことを考えると、下手な贅沢はできない。ある程度は定期に預けておき、3000万を頭金にして、今の住処を購入した。もちろん一括で購入する方法もあったのだけれど、夫と相談してローンで購入する道を選んだ。長い目で見れば高い金利を払うよりも一括で購入してしまった方がいいのはわかる。
しかしそうすると貯金の大方がなくなってしまうので心もとなかったのだ。それならタワマンを購入しなければいいじゃない。そう思われるでしょう。夫の言い分はこうだった。タワマンはこれからも価値が伸びるかもしれない。一軒家よりも資産になり得るだろうから。住まい以外にも投資目的で購入するのは悪いことじゃない。もちろんリスクはあるけれど、私は夫を信用することにしたのだ。幸い、ここ数年で近隣の地価は少しずつ上昇してきている。もし今売り払ったとしても、大して損をすることはないはずだ。40歳の時にローンを組んだので、返済期間は25年。月々の支払いは15万にもなった。安い金額ではないけれど、私はここを購入してよかったと思っている。なんといっても管理人さんが常時いてくれるのが大きい。セキュリティ面でも安心だし、管理人さんのおかげでエントランスや駐車場もきれいに保たれていた。臨時収入があったとはいえ、それなりに背伸びして購入したマンションのローンを支払うため、私たちはみっちり働いた。子供はすでに中学生になっていたので、フルタイムでバリバリ働けた私。残念ながら昇進せず、平社員のままだけれど、夫はそれなりに昇進し、給料が上がっていった。二人の息子がそれぞれ大学を卒業し、就職。私たち夫婦も晴れて子育ても卒業。これからは自分の人生を楽しみながら、ローンを緩やかに返していけばいい。最近は家の中のインテリアに気を使ってみたり、アロマオイルを焚いて精神をリラックスさせたり、と生活を楽しむ余裕も出てきた。人生100年時代、まだ折り返し地点。この先どんな楽しみが待っているのかしら。そんな穏やかな日々が突然崩れ去る出来事が起こった。とある日の休日、私がいつものように趣味のアロマに夢中になっているとインターホンが鳴る。映し出された人物を見て驚愕した。さとみ、俺だ！中に入れてくれ！兄だった。後ろに母もいる。なんでいきなりここに？もう15年以上疎遠にしていたはずなのに、ここの場所だって教えてないのに、一体どうやって調べたのか。このまま追い返そうとも考えた。しかし、そうすると彼らはエントランスで騒ぎ出すかもしれない。非常識な行動に出るかもしれない。兄と母はそれくらい要注意人物なのだ。久しぶりね。今開けるから。要件だけさらっと聞いて追い返そう。そう思って安易に家に入れたのが間違いだった。玄関で靴を無造作に脱ぎ散らかし、家主を差し置いてリビングへ向かう兄と母。そして開口一番。母さんとこの家で暮らそうと思う。と言い出したのには驚かされた。暮らすってどういうこと？ここは私と主人が住んでるんだけど。仕事をクビになったんだ。クビってアルバイトを？聞けば無断欠勤と遅刻を数回繰り返したことで解雇されたらしい。昔からルーズでズボラな兄だ。なんとなく想像に難くなかった。それに母さんも足を怪我してパートに出られないから家の家賃も払えない。兄はソファーに我が物顔で横になりながらそんなことを言い出した。お母さん怪我したの？どこを？母を一別する私。ピンピンしてるじゃないの。どこだっていいんだよ。とにかく働けないんだ。細かいことをうるさい子だね。何も悪いことを言っていないのに母は私を叱る。これは子供の時からだった。私は昔からこの兄と母が苦手だった。父と母は性格の不一致で私が幼い頃に離婚。親権は母が持つことになったのだが、正直言って私は父の方に行きたかった。小さい頃から何かと兄ばかりを優遇する母が嫌で仕方がなかったのだ。母が私のことを、可愛げのない不愛想な子、と言うから無理にでも笑顔を作るようにすると、ヘラヘラしてバカにしてるの？あんたはどうしてお兄ちゃんみたいに上品にできないの？と怒られたし、テストで100点を取れば、
これ見よがしに100点取ったって何にも偉くないんだよ。お兄ちゃんは90点だったんだから少しは気を使え。なんて理不尽なことも言われたりした。そんな母に溺愛された兄はとにかく性格が悪かった。強欲で自分勝手で、いつも私のことを女というだけで見下していた。そんな兄と母と離れたくて、私は中学卒業と同時に家を出て、アルバイトをしながら定時制の高校に進学し就職。それ以来、彼らとは疎遠にしていた。会うのは法事などの冠婚葬祭の時のみ。確か最後に会ったのは祖父の13回忌だったかしら。その時は目も合わさずに会釈だけして通り過ぎたっけ。とにかく、俺たちは今困ってるんだ。家族なら助けるのが当たり前だろ。そうだよ。一丁前にこんないい家に住むなんて、あんたには贅沢すぎるわよ。こんな時夫がいてくれたら。あいにく夫は接待ゴルフで一日不在だ。私が曖昧な顔をしていると、苛立ったように兄が詰め寄ってくる。お前はさ、人助けって言葉を知らないのか？家族が困ってたら助けてやるのが普通だろ。薄情なやつだな。ほんと、陰険な子だね。お兄ちゃんはいつも母親を大事にしているよ。いつも家にいてくれるんだから。ギャグかと言いたくなるけれど、これを大真面目に言っているから困ったもの。兄がずっと実家にいるのは結婚もせずに仕事も長続きしないから自立できていないだけ。それに対して母親を大事にしていると曲解しているような人とは分かり合えそうもない。そもそも同居は無理よ。夫が反対するに決まってるわ。は？誰が同居だなんて言った？部屋を明け渡せよ。え？私の間抜けな返事が部屋に響き渡る。当たり前でしょ？なんで他人と一緒に住まなきゃいけないんだよ。あんたらは出て行ってよ。母はなんでそんなこともわからないの？といった表情で私を見ている。ちょっと待ってよ。どうして急にそんな話になるの？だから、俺たちは困っているんだよ。言う通りにしろよ。そんなの納得できない。ここは私の家よ。私は精一杯抗議した。確かに臨時収入で買った部屋。けれど、ローンはまだ残っているし、そもそもここは私の安住の地。渡してたまるものですか？すると、こんなことならあんたみたいな薄情者、産むんじゃなかったよ。母の口から出た衝撃の言葉。後にも先にも人に言われた言葉でここまで傷ついたことはないだろう。私も母親だからわかる。親がそれを言ってしまってはおしまいだ。あんたは昔から可愛くなかった。別れた亭主にそっくりだし、常識のかけらもない。家族が困ってる時くらい役に立ちなさいよ。私はそこまで母に憎まれることをしたのだろうか。自分の幸せと安心を考えることがそんなにいけないの？とにかく、そういうことだから、1ヶ月以内に明け渡せよ。兄がそう捨て台詞を吐いて部屋を出て行った後、涙が止めどなく溢れてきて、私はその場に座り込んだ。と、その時夫が帰宅。ただいま。里美、どうした？夫は異様な雰囲気を察知し、私の肩を抱いて事情を聞いてくれた。私はしどろもどろになりながら訳を話す。もうこのままあの人たちがいない土地へと消えてしまいたい。母の言葉がフラッシュバックして心が落ち着かなかった。そうか、そんなことが。夫はしばらく考え込んだ後、こんなことを言い出した。よし、家を明け渡そう。あなたまで敵に回るなんて。違う、そうじゃないよ。いいから聞いてくれ。ローンの支払いを来月からやめるってことにしよう。そんなことできないわ。すぐにブラックリストに載るじゃない。実際にやめればそうなる。でも大丈夫。いい考えがあるから。夫の計画を興味深く聞いた私。まずやってみよう。俺は里美の味方だ。安心しろ。胸をドーンと叩く夫を見て思わず笑みがこぼれた。結婚して25年、夫を信用しない日はなかった。
それは夫に絶対的な安心を感じていたからだ。ここからは私のターンよね。私、負けないわ。私は燃える闘志で奴らに立ち向かうのだった。言われた通り1ヶ月後、私と夫は兄と母に家を明け渡した。兄は、最初からこうしてればいいんだよ。そもそもお前みたいな地味な女には不釣り合いなんだからな。と得意げで、母はと言うと、大事に住んであげるから安心して引っ越していいわよ。と上から目線。そう笑っていられるのも今のうちでしょうけどね。私はわざと悔しがる素振りを見せつつマンションを後にした。なぜ簡単に大事な家を明け渡したかって？まあまあ、それはこれからのお楽しみ。1ヶ月もすれば泣きついてくるに違いないもの。そして1ヶ月後、期待通りの反応を見せてくれた彼ら。おい、家の支払いがなんで俺のところに来るんだよ。お前何したんだ。そんな言葉とともに、兄と母が私と夫の仮住まいへとやってきた。なんでって、住んでいる人が払うのは当然じゃないの？当たり前のことを口にした私。しかし、それが兄の逆鱗に触れたらしい。ふざけるな！ 15 万なんて金額払えるもんか！兄は私に殴りかからん勢いで迫ってきた。はい？ 15 万ですって？またご冗談を。15万は家だけの金額だよ。それ以外に駐車場代、管理費、修繕積立費、もろもろ合わせて毎月22万が必要になるわ。22万払うつもりで私たちを追い出したんだよね。違うの？私はわざとらしいくらいにおどけてみせた。すると夫が加勢してくれた。あんないい家に住むのに22万はむしろ安いくらいですよ。身内価格で家賃下げてもらいましたから。家賃って、あの家は買ったんだろ？ローンを払ってるんじゃ。誰がそんなことを言いました？賃貸ですよ。夫は兄たちに見えないように私にウィンクしてみせた。夫の考えた作戦はこうだった。ローンを組んで購入していることは伏せて、管理人さんに家賃を請求してもらおう。単純だが実に明快な案だった。ローンだったら支払いを滞納するとこちらが被害が降りかかるが、賃貸ということにして奴らに支払いをさせればいいのだと。だから私たちは管理人さんに一芝居打ってもらったのだ。家賃の催促をされて焦った兄と母。家に関する支払いは全部私がやってくれると、その時まで信じきっていたのが、なんとも滑稽だ。もちろんそんな大金を彼らが支払えるとは到底思っていない。ということは。支払えないなら出ていくしかないですよね。夫の言葉に愕然とする二人。聞いてない！あんた母親を騙そうとしたのかい？騙そうも何も、聞かれなかったから言わなかっただけですけど。私は母に冷たい視線を向けた。もうこの人を母親とは思えない。だって、実の娘にあんなことを言い放つくらいですものね。私はさらに釜をかけてみた。引っ越した日に管理人さんにご挨拶した？私と違って常識のある母さんならもう済ませたよね。私の言葉に母は、もちろんよと大見栄を切っている。そうなの？あの管理人さん、手土産を持っていけば家賃を少し下げてくれるのに、そんな話はなかった？いや、あったかしら。母の慌てる様子に私はわざとらしくため息をついた。お隣さんにはご挨拶した？まだだけど。してないの？常識じゃないの。タワマンはご近所付き合いが大事なのよ。常識のない人だって思われたら後が大変よ。誰からも相手にされなくなって修繕費とか家賃とか値上がりしちゃうんだから。そうなの？そんなことあるわけがない。けれど母も兄も私の言葉を信じきっている様子。ってことは管理人を手なずけて隣さんと仲良くしたら家賃はタダになるのか？
兄は藁にもすがる思いで私に尋ねてくる。そうね。兄さんたちには無理よ。だって心象が悪すぎるんですもの。え？言いたくないけれど、タワマンに住んでいる人たちってお金持ちのお嬢さん、お坊ちゃんが多いのよ。庶民の肩身は狭いわ。それでもうまくやっていくためにはいろいろとコツが必要なのよ。母も兄も私の話に真剣に耳を傾けている。そんな面倒な人間関係、兄さんや母さんに気づける？無理に決まってる。だって兄も母もいつもアルバイトやパートが長続きしなかった。原因はその非常識な性格だというのは明白だ。家賃が下がるなら何でもするさ。ほう、意外と骨があるじゃないの。でも残念ながらここまでの話はすべて嘘。そうですか。まあ残念ながら無理な話なんですよね。夫はそう言って手に持っているローンの契約書類を見せた。ここに書いてある通り、里美が契約者です。申告もなく、彼女以外の人間が住む場合、契約違反とみなされる可能性が高いんです。え？じゃあ家賃とか管理費とかってのは？嘘です。この家は里美が購入した里美の部屋です。は？また騙したのか！ふざけるな！兄の怒りは夫へと向かう。しかし夫はひるまない。ふざけているのはあなたたちでしょ？人の家に勝手に上がり込んで泥棒みたいに。泥棒って失礼な。もしここに住み続けたいのであれば、ローンの一括返済をお願いします。残債は確か、1000万だったかな。そして私はこう付け加えた。これ以上住み続けるのであれば、不法占拠とみなして警察に突き出しますよ。警察という言葉にはさすがの兄と母も驚きを隠せない様子。すると母は、あんたは誰のおかげでここまで成長したと思ってるんだい？私が育ててやったからだろ？誰のおかげ？私は15で家を出て自力で生きてきたつもりだけど。母に詰め寄る私に対し、兄は母をかばうような仕草を見せた。おい、女のくせに馬鹿にするな！は？その女が購入したタワマンに寄生虫みたいに住み着いて親のすねかじって、よくそんな態度でいられるわね。少々言い過ぎたか。兄は今まで見下していた妹から返り討ちに遭うのは想定外だったようだ。お前なんか、お前なんか、何？私は私だけど。しばしの沈黙の後、兄は悔しさのあまり地団打を踏み出す。そして夫が言った。こういうわけですから、出ていくほかないと思いますよ。兄も母も最初の威勢はなく肩をがっくりと落としたままだった。わずか1ヶ月で兄と母は出て行ってくれることとなった。彼らがすぐに値を上げることを分かっていたので、私たちは1ヶ月だけホテル生活をしていた。それも悪くはないけれど、やっぱり我が家が一番。彼らに占拠されて1ヶ月。意外にも家の中はきれいに保たれていた。シンクやトイレ、風呂などの水回りは汚れもほとんどなく、部屋にはゴミやホコリなども落ちていなかった。きっといい家に住めるということで、まめに掃除をしていたのかもしれない。そんな暇があるのなら、仕事を探して自活することに精を出してほしいものだ。彼らはタワマンを出た後、生活保護を申請しに行ったようだが、もちろん却下。母は少ないながらも年金があるし、兄に至ってはまだ50代。十分に働ける年齢だ。兄が自立し、母一人だけなら生活保護を受け取ることもできただろうが、ここに来て息子を甘やかしたツケが回ってきたわけだ。しかし、どこまで努力が嫌いな人間なのかと呆れ返る。たかる時だけ人の家まで調べ上げて、そういう情熱を他に使えば普通にいい暮らしができるんじゃないの？と思うが、頭の構造が根っから違うんだろうからそんな仕方ないか。結局、兄と母はなけなしの貯金を叩いて安アパートに入居。日雇いで食いつなぎながら何とか生活していると聞く。あなた、いろいろ起点を聞かせてくれてありがとう。私はすべてが終わってから夫に礼を言った。いいんだよ。
それより、見てくれよこれ。何？あら、宝くじ？当たったの？へへ、当たったんだ。1万円だけどな。十分すごいじゃない。今日はこのお金ですき焼きでもしましょうか。お肉奮発しましょう。私は危機として買い物に行く準備をし始める。里見のような金銭感覚のしっかりした女房を持って、俺は幸せだな。しみじみという夫の顔が愛おしくて仕方がなかった。小さなことに感謝して生きていく。それがいい人生を送るコツなのかもしれませんね。私は夏希、44歳独身。7年前に最愛の母を亡くした。母は女手一つで小さな小料理屋を切り盛りしながら私と兄を育ててくれた。小料理屋はなかなか盛況でお客さんもいい人ばかり。時折店に顔を出す私や兄の遊び相手になってくれることもしばしばあった。私は母とお店、そしてお客さんたちが大好きだった。美味しそうに母の料理を食べてもらえることが自慢で、物心つく頃にはいつか母の店を手伝うと心に決めていたのだ。その決意を固めたのは中学3年の時。高校に行かず、この店で働くという私に母は猛反対。喜んでもらえるとばかり思っていた私は予想外の反応にがっかりした。母は母なりに私の将来を案じてくれたのだ。今ならよくわかる。母の心配はそれだけではなかった。我が家の難問は1歳年上でお調子者の兄、後期だ。兄は自分のギャグで笑いが取れるとお客さんや近所の人にお小遣いをねだるずうずうしい子だった。母はそんな兄を叱り、金品をもらった場合もきちんと謝罪して返却していた。お客さんにそんなことをしてはいけない。母がいくらそう教えても、兄には楽しんでもらえたのに何がいけないのかという感覚しかないようだった。そのせいで母が母子家庭だからと一部の人に陰口を言われていたことを私は知っている。だからこそ私は母が頭を下げなくていいようにいい子になろうと頑張った。しかし兄はそんな私や母の思いなど知らず、すくすくと厄介な子に育っていくことになる。私が中学1年の頃、店の売上金が合わないと母が頭を抱えたことがあった。自分のミスかと悩んでいたようだ。私にはどうしても母の間違いには思えず、何か理由がある気がしていた。お店は1階にあり、私たちは2階で暮らしている。ある夜、喉が渇いた私が部屋を出た瞬間、1階からガチャッと物音がした。それは売上金を入れた金庫を開ける音とよく似ていた。恐る恐る階段から1階を覗くと、やはり金庫のところに誰かの影がある。泥棒かもしれないが、暗闇のせいで影としか認識できない。何かいい手はないか。と思ったとき、暗闇に慣れ始めた目が階段に置いていた停電用の懐中電灯を捉えた。これだ、とひらめき、静かに懐中電灯を握る。大きく息を吐いて、必死に恐怖を抑え、不審な影に向かって、震える声で、誰？と精一杯威圧的に叫んでみた。うわ！懐中電灯の照らす先で、間抜けな声を上げたのは兄だった。騒ぎに気づいた母も起きてきて、急遽家族会議となってしまった。兄曰く、遊びに行く小遣いが少ないから、つい手を出してしまったとのこと。小遣い欲しさにお店のお金を盗むなんて。お金に執着があることは気づいていたけれど、まさか泥棒なんて。だけど兄は悪びれる様子もない。母がどれだけ怒ってもお小遣いが少ないせいと繰り返すのだ。
決して我が家は裕福ではない。お店が盛況していると言っても、良心的な値段しか取っていない。私たちにも何かとお金がかかるのだから、自転車操業とも言えた。周りの子よりお小遣いが少ないのは当たり前と思っていたが、兄は違ったらしい。寂しい思いをさせたせいかもしれない。そう言って母は後日私と兄のお小遣いを増額した。それが申し訳なくて、私は学校が休みの時はお店の手伝いをするようになった。最初は手伝いなんていいと言っていた母も、だんだんと素直にお礼を言ってくれるようになった。やはり一人で切り盛りするのは辛い部分があったのだろうと思う。母の役に立てたことが嬉しかった。この頃から少しずつ私は料理も練習するようになった。今は店での配膳や洗い物しか手伝えないが、いつか仕込みなども手伝えたら、そんな思いからだった。初めて作った肉じゃがは少し醤油が濃いと笑われた。だけど二度目はセンスがあると褒めてくれて嬉しかった。そのやりとりを見た兄は妹にできるなら自分もやれると私と同じように料理を始めた。しかし兄の料理のセンスは皆無。火が通ったか心配と言って火を入れすぎてしまうのだ。肉じゃがはじゃがいもがドロドロ。ナポリタンは火の入れすぎでカサカサ。ある意味、ここまでダメなのも才能だなと思った。母はそれでも息子の料理を嬉しそうに食べてくれていたが、兄の料理ブームは早々に終わってしまった。火加減くらいならすぐに覚えられるよと私は言ったが、飽き性な兄にはその体制もない。食事なら母さんが作ってくれるから、俺は覚える必要なかったわ。そう言って笑っていた。母頼みの言葉に若干イラッとするものはあったが、兄の作業でぐちゃぐちゃになる台所の片付けを手伝っていた私はむしろほっとした。15歳を迎える頃には私もいろいろな料理が作れるようになってきていた。そのせいか受験勉強よりも料理の勉強の方が楽しかった。だから高校に行かず母の店を手伝うというのは私にとっては好きな道を選ぶごく自然な選択だったのだ。しかし自分で将来を決めた私を中卒だという理由で兄は見下すようになった。高校生になった兄は自宅に友人を呼ぶことが増えた。遊ぶところの少ない町なので仕方ないかもしれない。けれど、お店が始まる時間にも帰らず、騒ぎまくっている友人に私と母は少々うんざりしていた。兄が売上金を盗んで以降、母は兄に対してあまり強く言えなくなっている。どうしても自分が寂しい思いをさせたという後悔が先に立つのだ。私からすると、生来の気質だと思うが、母にはそう思えないらしい。今回は特に一人にさせてしまった息子が友達と楽しんでいる時間に水を差したくなかったのだろう。そんな母を差し置いて、私は兄に文句を言った。お兄ちゃん、開店もうすぐだから静かにするか外に行って。すると兄は、おー、中卒頑張ってるかと嫌味たっぷりだ。一緒にいた友人に、これ、うちの中卒と紹介する兄に怒りを覚えた。まあ、お調子者の兄だし、仕方ないと諦めようとしたとき、耳を疑う言葉が飛び込んできた。ブスで中卒とかマジ恥ずかしいから部屋まで来るなって。それとも何？こいつでも狙いに来た？そう言ってニタニタ笑いながら自分の友人を指し、友人も笑う。何も悪いことをしていないのに、好きな道を選んだだけなのに、どうして他人の前でひどいことを言われなくちゃいけないんだろう。もう兄を相手にしたくなかった。このところずっとこんな調子なのだ。私のことを夏希ではなく中卒と呼ぶようになった。口を開けばブス、恥ずかしい、顔を見せるなと暴言を吐かれることもしょっちゅう。それが友人たちに受けると思っているみたいだ。確かにこの頃、
不規則な生活や疲れの影響もあり、私の肌は荒れていたし、やや太っていた。おまけに兄が連れてくるのはエリートで目立つタイプの友達ばかり。兄自身も成績は良かったようで、クラスで目立つ友人ばかりが家に集まる。そんな人たちの前に、中卒でブスの妹が出てくると、プライドが傷つけられるというか、本当に恥ずかしかったのだろう。でも、ブスって言い草は何よ。肌や体型はともかく、顔の造形は子供の頃から兄とそっくりなんだけど？それならお兄ちゃんもブスでしょうよ。そんな不満を私はぐっと飲み込み続けた。店に影響が出るのが一番嫌だったからだ。実際一声かければ一応静かにするか、外に出て行ってくれていたし、完全に非協力的というわけではない。私はお母さんの店を守りたい、それだけなのだ。だから自分が何を言われたとしても我慢することができた。しかし母が亡くなる数年前、その大切な店は閉店することになった。再開発による立ち退きのためだ。母も病が見つかったばかりで、店を移転してやっていける自信がないと、そのまま店を畳むことにしたのだ。以降私は母の看病のため働かず、今までの蓄えなどをうまく使って生活をしてきた。その母が亡くなり、葬儀で久しぶりに再会した兄は開口一番。中卒、お前これからどうするんだと言った。母を亡くして意気消沈している私とは大違いの様子に、本当に自分の兄か疑ったほどだ。私は何とかするよと力なく答える。中卒がそんなうまくやっていけるもんかと兄は皮肉を続けたが、私は無視した。こんな日に兄弟が不仲だなんて、亡くなった母はさぞ悲しむだろう。まあいいや。俺結婚するから先にそれだけ言っとくわ。もう中卒のお前と会うこともないだろうけど、元気でな。ここで言う話かと思いながら、会うこともないだろうの言葉が引っかかる。母の死をきっかけに私と絶縁するのだろうか。それならそれでもいいか、と少し思う気持ちもあった。とにかく今は何も考えたくない。そんな風に塞ぎ込むことが続き、気がつけば数ヶ月経っていた。中卒の私に仕事は見つかっておらず、兄の言う通り、中卒でうまくやっていけない現実に打ちのめされる。そんなある日、同級生の SNS 経由で偶然兄を見つけた。そこには、新居を建てましたの文字。写真には、兄と見知らぬ女性、そして参加者の集合写真が掲載されていた。気になって探してみると、どうやら兄はその女性と結婚しているようだった。つまり女性は私の義士にあたるらしい。その投稿はつい2日ほど前のもの。新しく建てた家で新築祝いを行った報告記事だ。中学で部活の後輩だったというだけで私の同級生まで呼ばれているのに、妹の私は結婚相手の顔すら知らなかったのだ。別にいいけど、と思いつつ、ついついコメント欄まで見てしまう。そういえば妹さんはどこ？という書き込みを見つけた。それに、俺に妹はいないよ、と返している兄。書き込みの主は、何それ、いたじゃん、と兄の言葉を冗談だと思って返信している。しかし兄は、低学歴の引きこもりになっちゃった妹はもう妹じゃないから、恥ずかしくて関わりたくないんだよね、と返していた。いっつもこんなことを言うんだよね、こうちゃん。私も引きこもりの義妹はちょっと複雑かな。義士らしき人物も書き込んでいる。顔も合わせたことのない義士と、もはや家族とも思えなくなっている兄。そんな人たちの言葉でも、こんな風に見せられると心が痛む。学歴がそんなに大事なんだろうか。私は好きなことを頑張ってきただけなのに。それでも泣くのは悔しくて、画面に向かって、あ、そう、とだけ私はつぶやいた。誰にも気づかれない精一杯の強がり。見下されていたのはとっくに分かっていたんだ。今更こんな言葉にショックを受けていたら兄の思うツボだ。
そう思って自分を奮い立たせた。店を手伝うどころかお金を盗み、悪びれもしない兄。県外の大学に通い、就職後もしばらくはなんやかんや理由をつけて母に仕送りを無心していた。それなのに母が病に伏しても顔すら見せず、葬儀にだけ来た。確かに私は低学歴かもしれない。だけど兄よりずっと働き続けてきている。兄への仕送りだって私と母とで稼いだものだ。兄に認めてもらおうとは思わない。ただ見返したい。しかし兄の言う通り中卒なのは事実で仕事が少ないのも本当だ。このままでは見返すなんていつまでもできないだろう。だから私はもう一度お店をやることにした。雇ってもらえる場所がないなら自分で自分を雇えばいい。母の残してくれた和食のレシピを私のお店でもう一度復活させるのだ。決意した私は経営のノウハウを勉強し、同時進行で家庭料理を勉強した。そしてオープンしたのが体に優しい有機野菜だけを使った健康志向の和食店だ。この有機野菜や健康志向というのが時代にマッチしたようで、私の店はじわじわと話題になった。芸能人が忙しい合間にお忍びで通うと噂されてから、あらゆるメディアの取材が目白押し。すっかり人気店となり、早くも3号店のオープンが決まった頃、私は飲食界の凄腕女社長とテレビで持ち上げられるようになっていた。収入もうなぎ登り。私は密かに温めてきた計画をついに実行することにした。うちの店には新メニューを出すたびに特集を組んでくれる雑誌がある。雑誌社とうちの店舗が近いこともあり、ごひいきにしてくださる方も多かった。そこで雑誌社と広告代理店を3号店のプレオープンに招待することにした。この広告代理店こそ兄の勤務先だ。理由をつけてこない可能性もあるが、雑誌社からは代理店も皆来ると聞いていたので大丈夫だろう。本当は店を大きくして自分から会いに行こうと思っていたが、どうせなら兄が思いっきり驚く方法を取りたい。ワクワクしながら迎えた当日、少し遅れて兄は会場に姿を現した。それも私が最も懇意にしている雑誌社の編集長を伴って。女性の編集長は私たちが兄弟であることを知らない。だが私の生い立ちや起業の経緯の取材で疎遠になった兄がいることは知っている。編集長は逆境を味方に変えたんだねと言ってくれた。いつもお世話になっている編集長が出てきたとなれば私も挨拶に行くしかない。兄がどんな顔をするだろうと内心ほくそ笑みながら私は編集長と兄の前に姿を現した。編集長、この度はお越しくださりありがとうございます。ぜひ楽しんでいってくださいね。そう言って微笑むと兄は編集長より先に、この度は弊社までご招待いただき、と口を開き、私の顔を見て固まった。なんでお前が？上役の前ということも忘れているのか、情けない間抜けな声を上げる兄に私は微笑みかける。編集長も兄にどうしたのと尋ねる。兄は動揺したように、中卒。いや、こいつ、妹で、と言った。いつも通り中卒でもいいのよ。久しぶりね、お兄ちゃん。私がそう返すと、編集長はぎょっとした顔を私に向けた。そう、目の前の男が最低なうちの兄なんですよ、編集長。思わず喉元まで出かかった言葉を我慢した。元気そうで何より、と兄に余裕の表情を向ける。しかし兄は納得がいかないらしく、待てよ中卒、と私を引き止めた。お前なんで？いや、そもそもなんで編集長と…編集長、あいつ中卒っすよ。と、尻滅裂な暴言を吐いて狼狽している。これじゃあどっちが中卒かわからないなぁと思いながら、みっともないよ兄ちゃんと返した。見苦しくてすみませんと私が頭を下げると、編集長は、
いや、大丈夫だよと答えた。兄に対し何も言わないものの、冷ややかな視線を向ける編集長。ずっと言いたい放題言われていたのだ。これくらいの皮肉は可愛いものだろう。君のセンスは好きだったんだけどね、と編集長は落胆の声を上げる。一瞬私のことかとドキッとしたが、兄に向けた言葉だった。待ってください編集長。あいつ中卒ってだけじゃなくて引きこもりでもあったんですよ。そんな奴の店なんて続きませんって。参ったな。公衆の面前で中卒を連呼するなんて。こんなに兄は頭が悪かったのだろうか。恥ずかしい存在とずっと言われ続けてきた私だが、今は兄が私にとって最も恥ずかしい。いつまで学歴を叫ぶんだろう、と思っていると編集長が大きなため息をついた。近々働く女性向けの雑誌を立ち上げる予定があったの。その仕事を頼もうと思っていたけれど、残念ね。思いがけない編集長の言葉に兄は、とどこから出たかわからないようなすっとんきょうな声を上げた。頑張っている女性を学歴や個人的理由で差別する人に大事な仕事は任せられないよ。その言葉に場内がざわついた。女性陣は皆愉快そうだ。言っていいことと悪いことはよく考えた方がいいよ、お兄ちゃん。それがわからない人とは私、あまり関わりたくないな。これは SNS の書き込みの一種返しだ。引きこもりと関わりたくない。先にそう言ったのは兄なのだから。真面目で反論しないと思っていた妹からの反撃に兄は青筋を立てていた。けれど編集長や同僚の手前何も言い返せない。ずっと私が我慢してきた気持ち。兄も10分の1くらいは理解しただろうか。兄はショックからしばらくうなだれていた。しかし居心地が悪かったのか気づくと店を出ていたようだった。後日、私は働く女性向けの新雑誌で時短料理のコーナーを持つことになった。編集長からの依頼だ。新しい挑戦だが楽しみで仕方ない。きっと天国の母も喜んでいるだろう。編集長から聞いたところ、兄は社内の女性たちからすっかり嫌われていた。皆一緒に仕事を組みたがらないのだとか。仕事にならないので倉庫の雑務をする部署に左遷されているらしい。部署といっても兄一人しかいないらしく、事実上倉庫で引きこもりをやっている状態だとか。SNS を見ると技師との写真も減っていた。仕事をきっかけに家庭不安にもなっているようだ。かわいそうに、とちょっぴり思うが、今まで周りを顧みなかったツケだ。存分に社内の引きこもりを楽しんでもらおうじゃない。本人に努力を惜しまない気合と根性があれば抜け出せるだろう。きっと私のように。高級車ディーラーのその営業マンは私たちの格好を見るや態度を変えた。お店をお間違いではないですか？車を購入したくてお邪魔したのですが。貧乏じゃがいも農家は出て行けよ。さっさと帰れ。彼のあまりにも理不尽で傲慢な対応に夫は切れた。そうですか。じゃあもう帰ります。行こうさよ。ええ。夫と私は揃って店を出た。私たちを完全に見下している営業マン。これから自分がどうなるか知って驚くなかれ。私の名前は浅野さよ、52歳。両親から継いだ農家を営んでいる。子供たちもそれぞれ家庭を持ったので、今は夫と二人暮らしだ。と言っても、長男夫婦は一緒に農家をやっていて、そう遠くない場所に家を構えている。広大な北の大地に澄んだ空気。私は生まれ育った場所だから当然として、55歳になる夫たけしもこの田舎暮らしにすっかり馴染んだ。今では私以上にここを気に入っていて、離れて暮らすことなど考えられないという。
自分のふるさとを夫にここまで気に入ってもらえるなんてとても嬉しい。しかし、都心に勤める会社員だった夫が、私の両親の農家を継ぐなんて、結婚当初は思ってもみなかった。私たちがここに移住して農業を始めたのは、もう20年前のことだ。大学進学を機に上京した私はそのまま都心に就職し、夫とも職場で出会った。正確に言うと、夫は本社勤務で、私は子会社に勤めていたのだが、出向に来ていた夫と仕事で知り合い、その後交際に発展した。順調に交際は続き、結婚することになったが、もちろん職場に通える場所に住むことになる。夫の実家が関東だったこともあり、私はそのまま都会に定住するつもりだった。上京するとき、いつかは地元に帰りたいとぼんやり思っていたが、就職も結婚も決めたのは自分。夏休みやお正月には毎年帰っているし、後悔はなかった。そんな私たち夫婦に転機が訪れたのは結婚5年目だった。すでに2人の子供に恵まれていた私たちは毎日バタバタしながらも幸せな日々を送っていたのだが、ある時私は夫の様子がおかしいことに気づいた。なんだか疲れた顔をして元気がない。食欲もないし、毎日帰ってきたらすぐに子供の寝顔を見に行っていたのに、それも忘れてぼんやりしていることが増えた。あなた、どうしたの？最近あまり食べていないけど、仕事が大変？ああ、ごめん、ちょっと忙しくて疲れててね。心配しないで。そうは言っても気がかりだ。日を改めて再度夫とゆっくり話すと、原因は上司が変わったことだった。今まで人間関係にも問題なく仕事をしていたが、新しい上司がプライドが高く嫌味な人物で、なぜか目をつけられた夫は、毎日からかわれたり、罵られたりしているという。サラリーマンとして働く以上、多少の理不尽は仕方がないと夫は言ったが、おおらかで優しい夫がこんな風に元気をなくしている姿を見るのは辛かった。ちょうどその頃、実家の母から電話があった。私の父が骨折して入院したという。しばらく農業ができないから困っちゃうわ。まあ、みんなで何とかするしかないけど、大黒柱がいないとね。お父さん大丈夫なの？父の心配をしながら私はふとひらめいた。これを機に夫と私も農業をやるのはどうだろう。私の実家に帰省するたび、夫はこんな大自然の中で生活できたらなぁと言っていた。素人が農業を始めるなんてそんなに簡単じゃないこともわかっているが、幸い両親がいる。一番身近な人から教えてもらうことができる。今の会社でストレスを抱えて我慢して働き続けるよりよっぽどいい気がした。思い切って夫に話すと、私の提案に夫は驚いた顔をした。なるほど。考えてみるよ。移住しなければならないし、生活がガラリと変わることになるから、どんな返事が来るか予想がつかなかったが、夫は次の日には心を決めた。さよの話に乗るよ。まだ人生は長い。子供たちのためにも、笑顔で誇りを持って働きたい。新しい環境に飛び込んでみよう。こうして私と夫は幼い子供たちを連れて引っ越し、私の地元で農業生活が始まった。両親は移住して農家を継ぎたいという娘夫婦を大歓迎。父はこの辺りでは名の知れたじゃがいも農家だったから、農業を教えてもらえるだけでなく、人脈作りにも大いに顔が利いた。とはいえ、慣れない農作業に最初は苦労した。毎日作業着姿で泥まみれになりながら畑を耕す。機械の扱いも難しいし、とにかく体が資本で休む暇もないけれど、夫はサラリーマン時代より楽しそうだった。疲れると言っても会社にいた頃とは全然違う。体は疲れても頭はすっきりして気持ちがいい疲労感だよ。よくそう言っていた。あの時、さよが提案してくれたから、今の俺がある。いつも支えてくれて本当にありがとう。そんな風に言ってくれる夫は、農業をしながら月日が過ぎるうち、心も体もすっかり健康を取り戻していった。私はそれが何より嬉しかった。
移住して20年が経つ。もともと実家の農家は安定した収入だったが、今ではさらに大きな規模になっていた。父と母、もっと言えば祖父母から築いてきた盤石な家業に夫の始めた新たな事業も加わったからだ。しかし、それも夫と私だけで成し得たわけではない。両親から受け継いだ知識や人脈、多くの人の力を借りてのことだ。ある日、農業に使う軽トラを追加購入するときに、これを機にプライベート用の新車も買おうと夫が言い出した。この辺りはドライブするのも気持ちいいし、少し足を伸ばせば景色のいいところもたくさんある。せっかくなら二人で気に入る車を見つけて一緒にたくさん出かけようと言ってくれた。すでに下見は済ませており、今日は色を決めて購入だ。二人でそんな話をしてワクワクしながら街のディーラーへと向かう。店に入ろうとすると営業マンが入り口まで来て出迎えてくれた。いらっしゃいませ、お客様。彼はとても丁寧な口調でそう言ったが、顔を上げて私たちの姿を見るやすぐに怪訝な表情に変わった。夫、そして私を上から下へと舐めるように見てくる。営業マンの変貌ぶりの意味がわからず戸惑ったが、自分たちが畑から作業着のままここへ来たことを思い出し、そういうことかと納得した。今日は時間がなくて農作業の後、そのまま来てしまったのだ。足元も長靴のままだった。とはいえ、もちろん手もきれいに洗ったし、当然マナーとして泥や土は落としてきた。それにこの辺りではそんなに珍しいことでもない。前回来た時お世話になった担当者は問題なかったのだが、目の前にいる営業マンは随分リアクションが大きい。新人なのかしら？そんな年齢でもないようだけど。お客様、お店をお間違いではないですか？営業マンは開口一番そう言った。いいえ、こちらで間違いないです。車を購入したくてお邪魔しました。夫が答えると彼は目を丸くして次の瞬間吹き出した。おっと、これは失礼。うちの車のお値段はご存知なんですか？もちろんです。カタログも見てますし、先日一度見に。ですね、お客様。まずは洋服でも買いに行かれたらどうですか？ジャケットとかシャツとか。車よりはよほど手が届きやすいかと。車が買いたいから来ているのに何を言っているのだろう。服が買いたいなら最初から服屋に行くわよ。いや、車が欲しいからこちらに来てるんですよ。ここの車を買う予定で予約もしてあります。同じことを思ったであろう夫がもう一度そう言うと、彼は馬鹿にしたように鼻で笑った。予約？そんな嘘いいから。いや、わかるけどな。男なら高級車に憧れる気持ちは。でもね、そんな薄汚れた格好で、こんな高級車ディーラーに来られても、お金のないお客様には売れません。一気に荒い口調になる。なんて失礼な態度だろう。服装がカジュアルだからって、カジュアルというか、作業着だけれど、こんな応対は初めてだ。お金ならきちんとお支払いできます。言うのはただだからね。俺はこちらの視点を立て直してほしいと抜擢されて、本社から来たエースなんだ。お客様を見る目は確かでね。そう言って、じろりと私たちを見ると、今度は試すように問いかけてきた。最近された高いお買い物って何ですかね？そうだな。夫は突然の質問に私と顔を見合わせ、そして答えた。うちはあまり物欲はないので、物は買ってないですが、去年の冬は家族で1ヶ月ハワイに行きました。あれは贅沢だったな。そうね。普段頑張ってるみんなも招待して楽しかったわね。こちらで新車を購入したら、今度の冬はハワイじゃなくて国内旅行にしようかって話してるんです。私が気を取り直してそう言うと、営業マンは大笑いした。ハワイ？奥様まで妄想がご立派だ。壮大な夢物語。見たところ仕事は農業？はい、主にジャガイモを作っています。
夫が笑顔で答えると営業マンはまた吹き出した。やっぱり、芋っぽいもんな。いや、じゃがいも、お似合いだ。そう言って盛大に笑い出し、でも、うちの車はちっとも似合いません。てか、貧乏なじゃがいも農家に手が届く車じゃないんだよ。しっしと手で追い払うような身振りをする。私はいよいよ頭に来てしまった。ちょっと、さっきから失礼よ。着替える時間がなくてこんな格好で来てしまったけど、夫は確かにこちらの車を購入予定で。おばさん、あんたもだよ。そんなつなぎ着て、長靴履いて、うちに来る奥様ってのはね、みんなブランド物のワンピース着て、宝石つけてるわけ。まあ、あんたにブランドは似合わないし無理だろうけど、旦那にスカートくらい買ってもらいなよ。その瞬間、隣にいた夫の顔色がさっと変わったような音がした。いや、実際には音なんてしないけれど、これだけ夫婦やってたらわかるもの。この失礼極まりない営業マンは今、めったに起こらないおおらかな夫の逆鱗に触れてしまった。そうとも知らず、彼は高飛車に言い放った。ほら、貧乏じゃがいも農家は出ていけよ。さっさと帰れ。そうですか。なるほど。そういう対応をされるのですね。はぁ？じゃあもう帰ります。行こうさよ。ええ。夫と私は揃って店を出た。私たちを完全に見下している営業マンは、またのお越しをお待ちしてません。二度と来るなや。と笑っていた。これから自分がどうなるかまるで分かっていないようだ。店を出て夫はすぐにスマホを取り出し電話をした。相手はあのディーラーの店長だろう。いや、支社長かしら。今言った店の店長だけでなく、夫は支社長ともお付き合いがある。もっと言えば、父の代からこれまで何十台も購入しているのだから。次の日の朝早く、玄関のチャイムが鳴り響く。玄関を開けると、そこには車を販売しているメーカーの支社長と、昨日の営業マンの姿があった。ああ、竹本くん、わざわざ来てくれたのか。ずいぶん早いな。夫がゆったりと声をかけた。浅野様、この度は誠に申し訳ございませんでした。こいつの不手際で大変不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。支社長は深々と頭を下げる。その横で例の営業マンは不可解そうな顔をしている。何ですか？支社長が来て引っ張って来られたと思ったら、こいつ昨日の貧乏農家じゃないですか。さっき話した迷惑な客ってこいつですよ。冬は1ヶ月ハワイとか冗談ばかり言って。能天気に言い放つ営業マンに支社長の顔は青ざめた。細い。お前やってくれたな。え？一体何をした？ 20 台の購入予約が全部キャンセルされたぞ。何のことですか？それをこっちが聞いているんだよ。なんで私が仕事も放り出してお前の店舗に飛んできたかわかるか？なんででしょう？お前のせいで20台分が全部キャンセルされた。その上、いつもうちで購入してくださってるトラックまで他社に乗り換えるとおっしゃっている。支社長は頭を抱えている。浅野様とのお付き合いがなくなったら、うちはおしまいだ。いや、だから浅野って誰のことですか？お前、この方はかの有名な浅野ベジクルの代表様なんだよ。どういうことっすか？お前、まさか浅野様を知らないのか？浅野様の会社が作る野菜は、日本の大手企業がことごとく契約している。最大手のあのポテチのジャガイモ、あの野菜ジュースのトマトはもちろん、最近ではメロンや果物が流行りのスムージー店とコラボしたばかりだ。映えてるって芸能人が紹介してめちゃくちゃバズってるあのスムージーっすか？非常識な彼にもピンとくるものがあったらしく、彼は大きな声を上げた。代々素晴らしい農家だった浅野様だが、柔軟に新しい試みにも挑戦され、どんどん業績を伸ばしている。
名だたる大企業とも契約しておられる方なんだぞ。このおっさんが？先代も含めて、この北の大地で浅野様を知らない者などいないぞ。じゃあ、ハワイの話も。冬は雪もすごいし、やることがないのでね、家族で1ヶ月ハワイに行きましたよ。別にうちだけじゃないわよね。三宅さんのとこはパリだったかしら。みんな毎日一生懸命働いて、オフの期間にご褒美。私と夫は楽しげに答えた。そんな、だってこんな格好で、ありえねえ。ありえないのはお前の歪んだ先入観だ。支社長が一喝した。ってことは、俺は何をやっちゃったんすか？私たち夫婦の前で散々威張り散らしていた彼の声が急に小さくなる。そうなのだ。私の両親のジャガイモ農家は安定して稼いではいたが、ただ農作物を下ろしているだけではこれまでと変わらない。時代の流れで日本人の食卓も変わってきているし、何も考えず同じことを続けているだけでは農業の未来は危ないと言われ始めている。そこで私たち夫婦はいろいろ考え始めた。まず、売り物にならない見た目の悪い野菜をどうにか形を変えて商品にすることができないかと考えた。それらを野菜ジュースや野菜スイーツに加工して販売してみたり、そんな野菜を集めてセットにして、見た目は歪だけど味はそのまま、と格安で売り出してみたり。代々受け継がれてきた畑で育てた野菜は、見た目が悪いものでも味は抜群だ。最初は売上アップと野菜のリサイクルが目的で始めたことだったが、これが大いに当たった。まず、有名な料理研究家がうちの野菜を気に入ってくれた。料理してしまえば見た目は関係ない。とにかく味が抜群でこの安さはお得。と雑誌の連載や SNS でも紹介してくれ、お得セットは毎回あっという間に品切れ。なんとかセットを多く作るため、形の悪い野菜を家族みんなで必死に探したほどだ。オリジナルの野菜ジュースとドレッシングは若者に大人気の俳優やアイドルがお気に入りと紹介したことから大ヒット。その後、都会の高級スーパーからもうちで販売したいと声をかけられ、野菜も生産量を増やしておろすことになった。売り上げは順調に伸び、スーパーにおろすだけでなく、自社で店舗も構えることになった。その後は年数をかけて店舗も増え、今では息子夫婦がインターネット販売も始めてくれて、こちらも売り上げは上々だ。おかげでここ数年の年収は常に億単位である。ここまで来ると、もはや農家というより会社の経営者なのだが、夫は何より畑にいることを大事にしている。俺はあくまでも畑仕事にこだわる。そう言って経営の仕事は息子夫婦と信頼のおける幹部に任せているのだ。店舗のオープン時、ネット販売を始める際など、新しいことを始めるときは混乱もしたし大忙しだった。寝る間も惜しまず、働いてくれた現場のメンバーに本当にお世話になった。みんなのおかげで今がある。だから今回、息子をはじめ、尽力してくれたメンバーたちに感謝を込めて、特別ボーナスとして、車をプレゼントしようと夫は考えたのだ。そして、それなら、一番感謝しているさよにもいい車を買ってやりたい。と言ってくれた。そんなわけで、私たち以外の車は予約済みだったのだが、竹本くん、残念だよ。君のところとはお父さんの時からのお付き合いで信頼していたのだが、この営業マンにあのような対応をされてはね。本当に申し訳ありません。深々と頭を下げる支社長の横で顔面蒼白の彼はもみ手を始めた。浅野様、この度のことは心からお詫び申し上げますので、キャンセルはなしで、当店から買っていただけませんか？お断りだ。君は見た目や職業だけで人を見下し、妻のことまで馬鹿にしたね。そんな偏った考えの営業マンから大切な仲間の車は買いたくはない。もう他のメーカーに手配をかけたよ。もう君のいる店にお世話になることはない。夫がスパッと一刀両断すると彼は逆ギレし始めた。ふざけやがって。
高級車を買いに来るのにあんな服装なんてありえない。非常識だろ。TPO もわきまえずに作業着と長靴できたお前らが悪いんだ。何を言い出すんだ、平野分際で。いや、支社長、それは本当のことじゃありませんか。ああ。支社長は深くため息をついた。浅野様は別格だが、この辺りには他にも素晴らしい農家さんたちがいて、皆さん当店のお客様だ。この地域では作業着でいらっしゃるなんて普通のことだ。夫に失礼な態度を取ったこの男が許せなくて、私は笑顔で言ってやった。非常識なのはあなたの方だったようね。その後、彼の悪い噂はあっという間に広まった。北の常識も知らないで失礼な男だよ。浅野さん家の広い農場の中にあるハウスを見たことないんかね。トラクターと並んで高級車が入ってるのに。浅野さん家はおじいさんが車好きだからね。聞けば他にも失礼な対応をされた客は多数いて、本社にまでクレームが届いていたという。そもそもあの営業マンは、俺は支店を立て直してほしいと本社から抜擢されてきたエースだと言っていたが、真っ赤な嘘だった。前の店舗でもあの態度で一部の客からクレームを受けていた上、社内で男女関係の問題を起こし、統一に飛ばされてきたというのが実情だったらしい。それがこの地で挽回するどころか、会社に大損害を与えることになり、彼はあえなく解雇となった。不祥事での異動で別居していた奥さんにも今回のことで決定的に見放され、離婚は免れないという。夫はというと、先日購入した車は息子夫婦にも従業員たちにも大喜びしてもらえた。みんなに喜んでもらえて本当に嬉しそうな夫の笑顔を見て、私も一層嬉しくなる。自分がサラリーマン時代に辛い思いをした経験を生かして、働く人にはみんな気持ちよく働いてもらいたい。夫はよくそう言っている。周りの笑顔を見れることが何より嬉しいし、力になると。そんな夫を私は尊敬しているし、あの時思い切って移住を提案してよかったと今では心から思える。農業を始めたばかりの頃は慣れないことだらけで大変だったけれど、これまでの苦労と努力が報われたような気持ちになった。経営は相変わらず順調で売り上げもどんどん伸びている。次は野菜嫌いな子供たちが美味しく食べられるような商品を開発できないかとみんなで案を出し合っているところだ。そして私と夫の車が到着するのはいよいよ来週だ。新しい車に乗って二人でどこに行こうかしら。うちのじゃがいもでできたポテチをかじりながら私は夫の笑顔を見ていた。It's only the daughter-in-law who abandons the elderly. My parents-in-law make a surprise visit every day. I thought I had finally moved to a high-rise apartment away from my parents' house because I felt that I had reached my limit with the daily interruptions. My parents-in-law came without any notice and kept complaining for a week, and I'm at my limit too. I took my parents-in-law's side for a while and told them to leave if they didn't like it. Oh, you want to leave? Are you sure? Yes, you're free now. I left because they told me to leave. It's too late to apologize. My name is Nozomi. I'm 38 years old and work for a company, but I work mostly from home and only go to the office when necessary, which is a comfortable style. I've been married to my husband Takei for 10 years, and after discussing it as a couple, we've been living without having children. Our marriage is not so bad. It's a delicate matter that I can't say for sure, but if you ask whether our marriage is delicate, most of the reason is that Nomi-san came. I wonder if there is a reason. Well, I'll let you in. How do you get in? Well, the cause is that person who came in looking like a cat-shaped robot's secret gadget, getting excited on his own.
Oh, there you are. Mom. That's right. Oh, you're here? Then hurry up and let us in. You're just a temporary wife. No, I'm not. They're my parents-in-law, including my father-in-law. These parents-in-law are quite a lot of people. My apartment is only 3 bus stops away from Nozomi's house. That's why my parents-in-law come over almost every day. What are they doing there? Ah, I'm bored. Hey, Nozomi, is there anything interesting? I'm here to kill time. I'm busy, so please don't bother me. I'm not one of those parents-in-law who get as small as a slug because of the salt sun as usual. I'm busy. I'm just playing with the bargain. If you have time, you should entertain us. Why should I have to leave you guys? Huh? What? My father-in-law's meaningless remarks made me reveal my true feelings. And what's packin'? Are you saying your heads are blank? Oh, no. I'm sorry about that. Nozomi-san, you're only able to live thanks to Takaya. If you're a working housewife, you should at least take care of your parents. I've said this many times. I work from home. I actually earn more than Taka-san, but I've been hard of hearing lately. What? So I earn more and ah. Ah, the signal is so bad I can't hear you. Should I stick an antenna into this hole? What's with this couple? This happens every day. What kind of punishment is it to have to work like this every day? Even if I complain to my husband about my feelings, my fathers are old and lonely. I don't get anywhere with him, telling him to just pay attention to me. He's only 70 when he says he's lonely at age. In this day and age, he's still young. And what do you mean by appropriate? It's impossible to do it appropriately. Furthermore, not only are these parents-in-law bad at talking and behaving, but they also have bad habits. They take things from the house without permission. My mother-in-law opened the refrigerator as soon as she arrived today. Oh, there's some delicious-looking jelly in there. I'll take it. Please stop. That was sent by my mother. Then I'll give it to you, she said, and handed it to me. It was a small jelly that costs a few tens of yen, like the kind you'd find in the candy section of a supermarket. I ate it all in one bite. And then the delicious fake jelly that my real mother sent me as my mineral went to my mother-in-law. At first, I held back, but we've been married for 10 years. After 10 years of being with my parents-in-law, I've become stronger. Give it back. I can now confidently say, that's theft. Well, it's theft. They won't give us the delicious jelly. You're a much bigger thief than them. Ha! I don't understand what you mean. Behind them as they argue, my father-in-law said, oh, this looks like an interesting book. I put the book I just bought in my bag to read at home. Well, it's my husband's book, so it's fine. No matter how much I say, it's my husband's fault for being too soft on his parents. In the end, he even snatched the delicious pork cutlet from a certain pork cutlet restaurant that I had bought for dinner. What's worse, he took it while I was away for a moment, so I'm careful because my parents-in-law come every day, but there's a limit to everything. After all, there are 2 of them who are completely at fault. Should I put a refrigerator in the workroom and lock the door? I'm not joking, I'm seriously thinking about it these days. And then my parents-in-law just look around and go home. It's a real storm. I was fed up, so I complained to my husband when he got home. My mother took the pork cutlet for dinner tonight. Oh, again. I can't help it. Mom too. You should give me a good riposte. A riposte? Okay.
You started a fight. Come outside. I'll lock the door. Lock me out? No, I'm joking, but it's impossible. The mothers are here because they're lonely. You can't make your parents miserable like that. Then you'll only have white rice for dinner. I'll eat the croquettes I quickly bought. Who cares about mine? I'm getting sick of my husband being so soft on his parents again. I have a job, so I don't mind getting divorced. Husband. But if my parents-in-law weren't here, our relationship wouldn't be bad. I think it would be a shame to get divorced. What? Where's that book I just bought? Your dad took it home. Ah. Why didn't you stop him? He took it home because he was lonely. When it comes to your own things, you can't help but give it back. If you ask me, it's because you're lonely, so you're lonely. When you're lonely, it's okay to take other people's things. I glared at my husband silently, and he must have realized that it was not good, because he went off to eat some noodles. HMPH. If a husband values his parents more than his wife, the marriage will fall apart. I think husbands should understand that. Ah, we shouldn't have lived so close to my parents' house. After saying that, I realized that I hadn't. When we got married, my husband said that there was a good property, and before we knew it, we had decided on our current house. But I think we should wait. We've been living in this rental property for 10 years, but I think it's time to buy our own house. To begin with, our current house is far from my husband's company. It's a horribly long commute, with an hour's commute time, but my husband decided on our current location because he was being nagged by his parents and was being told to do what they told him to do, and he's getting tired of the long commute. I think my husband would be on board if I suggested we move to a place with a convenient commute. Fortunately, we're both working, so we've saved up quite a bit of money. We might not be able to buy it all at once, but we'll have enough for a down payment. That's right. We just need to move farther away from my parents' house. I've thought many times before that I wanted to live farther away from my parents' house. After all, it's close, so my parents-in-law come over almost every day. It wasn't like that when we first got married, but it's been really bad in the last few years since my father-in-law retired from work. Okay, let's move. While my husband was in the bath, I quickly ate dinner and quickly got into searching for properties. As they say, it's best to act on impulse, and after a few days of searching, we easily found a public property that met our criteria. When I told my husband that it was very close to his company, he said, "That's great." And Anho was very enthusiastic. It was a newly built tower, but there was still space in the middle class that was within our reach. When we actually went to see it, my husband seemed to like it much more than I did. I also thought it would be difficult to commute an hour by train every day from my parents' house. I liked it. We passed the loan screening and before we knew it, we were moving. Comfortable. It's been a week since we moved into the newly built tower. The view is nice and the location is convenient. Above all, it's great that I can concentrate on my work without being disturbed by my parents-in-law. I'm satisfied with my fulfilling new life. Most importantly, I'm able to walk to work, which is a great achievement. I'm so happy that I can go home early and watch the shows I want to watch. It's so comfortable that I wonder why I didn't move sooner. Well, I couldn't do it until now because I had to save money and take out a loan. Anyway, the break is over. Shall I get to work? After enjoying the spectacular view of the high-rise apartment, I finished my coffee break and got up to resume work. The doorbell rang. A really unpleasant sound rang out. No, calm me down. Why do I need to be upset? After all, I just moved and a lot of things are arriving, so it's only natural. But why? The sound seemed the same as usual, but for some reason it made me feel unpleasant, so I looked at the monitor timidly.
there was my bald father and mother, and I frowned as if it was a conditioned reflex. To my surprise, my parents-in-law were on there. No way. Of course I told them the address of the new place. I told them I'd invite them when things settled down. I'm not settled at all. There are still piles of unopened cardboard boxes in the corner of the room. I'm organizing it little by little, but it's not going well because I'm working at the same time. So I haven't invited them yet, and how can they suddenly come when I haven't called them? Okay, let's use Urusu. I decided to ignore them, but my enemy doesn't give up. The doorbell rings, doorbell ring, and it's so noisy. I can't concentrate on my work. While I was wondering what to do, another horrible situation occurred. I saw the familiar figure of the delivery man behind my parents-in-law. That's not it, please. Meet me in a different room. My parents-in-law left the intercom and I saw the delivery man reach out to press the button. I was clinging to the monitor that had disappeared when I heard the doorbell ring. Yes, it was my house. Moreover, the package that was coming today was urgent because it was for work. I feel bad for the delivery man, but I couldn't just let it go and have it re-delivered later. What bad timing. Yes. I had no choice but to go out. Then, pushing the delivery man aside, my mother-in-law appeared on the monitor in a close-up. Hey Nozomi, what are you so determined to forgive? Aren't you here? Sorry, I was away from my seat for a bit. I'll open it now. HMPH. You're probably feeling sick after all that noisy high-rise apartment. Shut up. With my face in disbelief at my mother-in-law, who assumed I'd gone to the bathroom on my own, I pressed the meeting button. How nice it would be if I could receive my luggage and close the door immediately. However, my parents-in-law pushed the delivery man aside and rushed into the room first. After receiving my luggage, I hurried to the living room. There, my parents-in-law were clinging on to me. Oh my, isn't the view amazing? What is this? It looks like a hotel. I thought it was a mid-level party, so I thought it would be worse. Wow, this is amazing, as expected of a son. With my face in disbelief at my parents-in-law who were fuming, saying it looked like a hotel, I asked them. We haven't put our luggage away yet, so we were planning to invite you later, but what do you want today? Then my mother-in-law suddenly stood up and opened the refrigerator. Oh, I'll be in your care for a while. Yes. My father-in-law suddenly showed up and sat on the sofa, leaning back in his seat. He tapped his right leg and said, "Actually, I hurt my leg because of my age." He said, "I've been told to rest for a while, but it's hard for you to take care of me by yourself." I see. So I'll be taking care of you for a while. Wow, living in such a great apartment is the best old saying. Wait a minute. I hurt my leg. I understand that. I need help taking care of it. Well, I'll understand that too. But how does that relate to living in this apartment? My mind is full of questions. By the way, how much do you think my leg will recover? Can you ask me that? Even if I ask, will you answer? No, wait. Wait, are my parents-in-law going to live here? They'll live here for a while. Wait, you mean Kyoto? Wait, seriously? Is this real? Oh, that meat looks delicious. This will be for me and my dad. My mother-in-law's voice, who was wiping the fridge, brought my consciousness back to reality. I screamed in my heart when my mother declared that she would steal tonight's dinner. And a week has passed in the blink of an eye. It's been a week since Yoshi suddenly showed up and said she would stay for a while.
I made sure to tell my husband that he should definitely come back soon, but a week has already passed. There is still no sign of my parents-in-law coming back. Nozomi, if you're bored and holed up in your room, please make something to satisfy your hunger. Ah, I scratched my head, concentrating on my computer in my workroom. I haven't been able to concentrate on my work at all this week. It's not going to go back. How long is this situation going to continue? Mom, I've told you many times before, but I'm working. I'm not bored, so please do it if you're bored. What a cold-hearted daughter-in-law. Besides, the loan for this place is paid by your son, Takei. If that's the case, our parents have the right to live here, and you, as the daughter-in-law, have the obligation to take care of us. The obligation to take care of my parents belongs to my husband, Mr. Taka, not to me. Yes. No, well, no. I haven't been able to endure these arguments for the past week. It's been a week. I glanced over and saw that my father-in-law was doing the healthy exercises on TV with great energy. He was running around on the spot as much as he could. Hey, what's up with your leg? Would your leg answer if I asked it now? Your leg seems to have gotten better, so can you come back to the house soon? I decided to tell him straight out that it was fine. I told him to get out. But my mother-in-law said no nonsense. No, but I have a house, so I canceled the lease on our house too. Yes. I told him that the rental property was not interesting at all, so I canceled it without renewing it. In other words, I moved out. Yes. By the way, the belongings from that house are stored in the warehouse. It's about time to move it. The warehouse table is not cheap. I listened to my mother-in-law in a daze. What is she talking about? She left the house. There's nowhere to go. If that house is gone, it's already been decided. We're going to live here. No, it's impossible. Why are you deciding this without consulting me and Taka-san? What are you talking about? I've already gotten it from Taka-san. What? The soundproofing measures of the tower mansion are perfect. My parents looked at me as if they were saying what I was saying when I shouted at the top of my lungs. No, you should get my permission too. I don't accept Tokyo. What are you saying? Are you abandoning your elderly parents? My mother-in-law said, pretending to cry. My father-in-law was also sighing, saying that I was a demon wife. No, you guys are more demonic than I am a demon wife. I hurriedly took out my cell phone and called my husband. As soon as my husband got home, a family meeting began. What do you mean? Why did you decide to live together without asking me? When I confronted him, he said no because his father seemed to be in trouble. He should have consulted me first about his husband's troubles. But I think that it's the wife's job to take care of his father. Yes. He said something that sounded anachronistic. I was staring at him with a blank stare, but my husband said it as if it was obvious. You see, my husband's parent hurt his leg and needs care. Yes, he was doing exercises with great energy. It was a hallucination, right? He treated what I saw as an illusion. As a wife, I should be happy to be able to take care of my beloved husband's parents. He came up with a mysterious theory. No, you see, I tried to argue, but my husband couldn't get through to him. He started to get more and more heated up. Oh, I feel sorry for his parents. It's parent high school. I don't understand why I don't want to do it. I don't understand your brain structure. And then my husband said, getting heated up. That's enough. It's the wife's duty to take care of her husband's parents. If she says she doesn't want to do it, then she doesn't need any hope. Get out.
The moment I heard that, I had the illusion of seeing a flash in front of me. It must be a ray of hope. The light I saw gave me a push. Is it okay? My husband looked stern as I asked in a low voice. He told me to get out, didn't he? Is it okay for me to leave? My husband's tone dropped a little at the small, low voice, but he nodded, knowing that he couldn't back out. Are you sure? Alright, then I'll leave right away. As a husband, I'm sorry I'm crying. I'm sorry. He probably expected me to cling to him and say that I'll do my best to take care of my father's. But that's impossible. It's impossible even if the end of the world comes. Okay, I'm getting a divorce. Divorce? Hurrah! I headed towards the real place with a normal voice saying that my husband was lying, but I slammed the door of the real place and shut everything out. I cried out that I was glad I didn't take 2 steps in front of my luggage, which was still more than half in the cardboard box. Now, shall I look for a new home? After that, I moved quickly. I quickly chose a property with good conditions for single living. After that, I actually looked around and signed a contract with the place I liked. I moved in no time. My husband and parents-in-law just looked blankly at the whole process. I came to my senses and said, well, I'll contact you through the attorney's office about the divorce. I waved goodbye and disappeared behind the door. Please fill me in. But I left the tower mansion in a mad dash, wondering who was waiting for me. Ah, I'm finally free. Life in my new home is so comfortable. It was a waste to buy a tower mansion with our shared savings, but it's no use if I can't live comfortably. It's not my home. But how is that guy going to live? There's a reason why I'm shaking my head. After all, we managed to pay the down payment for that tower mansion with our savings, but my husband pays the basic loan. However, we had agreed on other expenses in advance. In other words, property taxes, high heat, food, and even the management fees for the tower mansion. The combined management fee and repair reserve for that high-rise apartment is 50,000 yen per month. I think it's higher than the market price, but I've decided that there's nothing I can do about it. Then there's the high heating bill and the food bill. Especially the food bill. The week after my parents-in-law came, it was so expensive. It was those two. Especially my mother-in-law, who demanded high-end ingredients. If I bought ordinary ingredients, she would find fault and go buy them herself. And for some reason, she would charge me for the expenses. Of course I didn't pay, but my husband did. Plus, the 3 of us, including my husband, drank a lot of alcohol. And I made my husband buy all the high-end wines, didn't I? That alone seemed tough, so I wonder if he'll be okay with me gone. Well, I don't need to worry about it. After all, it was my husband who told me to leave. No, he's soon to be my ex-husband, I thought, as I looked at the business card of the lawyer I had hired for the divorce. It seems like things are going to get complicated. My hunch turned out to be right. It's been a month since we left the high-rise apartment and started our separation. The divorce talk hasn't progressed yet, so I got a call from my husband, Taka. He said he wanted to meet and talk, so we decided to meet at a family restaurant. I hadn't seen Taka in a long time, and he had changed to a level where I didn't know who he was. He looked a bit haggard. Ah, I'm a bit tired. My husband said, staggering. Are you okay? Is he still half dead? I was a bit worried about my husband who had no regular relationship, but his intention to divorce hadn't changed, so I asked him what the requirements were. So what was the matter?
Then my husband bowed his head as if he was about to slam his body on the table of the family restaurant and shouted, "Please come back." Why did you tell him to leave? It was just impulse, and I can't live with someone who tells me to leave and doesn't take care of my wife. I'm really sorry about that. I tried to get in the way of my husband who kept bowing his head, but he was a hard man to depend on. I've been together for over 10 years now, so I know my husband's personality very well. If I come in the way of my husband for even a little while and return home, he'll tell me to take care of my parents again. I know that, so I won't appear. What happened? I asked if I could at least ask about the situation, even though I won't be there, and got an answer that was too predictable. If I were to stay with those parents, I'd go bankrupt. Why do you and your husband get pensions? First of all, they spend the pension as soon as it comes in. They've gone on 2 hot spring trips in the last month. What, they get that much pension? When it's not enough, they ask me for pocket money. Ah, I see. You can't rely on pensions. Saying that, my husband drank water without asking for anything. I took a sip of the coffee I ordered. Then my mother went on a crazy shopping spree. What kind of computer did she buy and teach me how to use the internet? Yes. I could see what was going to happen. Then I got hooked on online shopping and packages arrived almost every day. I bought it. That mother-in-law, convenient online shopping that you can change with one click. You fell right into that trap. My father signed up for a paid video streaming service without asking for it because he was bored. Yeah. When he found out that the one he wanted to watch wasn't being streamed, he signed up for another one that was streaming. Yeah. I had signed up for about 5 without knowing. But aren't there a lot of places that offer the first month free? I just noticed yesterday when that month ended and it started to be paid. Oh, yeah, I see. Hang in there. Well, it's good that you noticed it right away. You only have to pay for 1 month and that's it. My dad's been quick to jump on anything convenient. It seems that my father-in-law has woken up to signing up for all kinds of things. Next, he wants to go to the gym. Seriously? What happened to the story about his foot hurting and needing nursing care? It's costing me so much money. What am I supposed to do? I don't know. Please, I'm sorry. I'm going to separate my parents, so please come back. Impossible. That's my wish. My husband is the type to get attached if you spoil him. If I let him, it was obvious that he would get too hot if he went too far. Then I saw someone roughly open the door to the family restaurant and come in, and I was shocked. What's with you trying to eat delicious food on your own? Mom won't let you do that. Waitress, I'm going to order now, so please come. Mom. My mother-in-law just burst into the family restaurant. And without looking back, she went straight to my husband. I thought I was right to leave the house when I saw my mother-in-law shouting orders without noticing me. Then, a month later, my husband called me again to help him. He told me that my mother-in-law was showing signs of dementia. She's only 70, maybe I was being too stubborn. I saw my mother-in-law at the family restaurant a month ago. She didn't seem to notice me, but maybe it had already started then. I know it's tough, but it's nothing to do with me. I've been messing around with them for 10 years of marriage. I don't want to get involved with them anymore. I don't need my husband who didn't protect me. What's up with you, little one? Will you come back? I said, thinking that it's not like that to my husband's words. Please write the divorce papers quickly. I offered you an unbelievable condition that we don't need to use up the portion of our shared savings that we used for the down payment on the high-rise apartment.
I'll ask you to transfer half of the remaining savings to my account and mail the completed divorce papers to my lawyer. Nozomi, we've been together for 10 years. There were no problems as a couple, right? When I heard you say that we could get on well again if we kicked out our parents, all I could do was sigh deeply. I sighed deeply, and I felt my husband on the other end of the phone looking confused. What's going on? Why did you become such a brat? Well, it's because of your own circumstances. Yes. Hearing my husband's surprise, my anger never stops. What was it that we didn't have any problems as a couple? It was because I'd been putting up with it for so long. No, but. Even when I told you to do something about your parents-in-law, you always just seemed to be lazy and lonely. That's all. You always put my feelings on the back burner, so what are you saying now? Oh, I'm sorry too. If you're sorry, then just let me go. That's the last thing you can do as a husband. I'll just say it once more, but even if my parents-in-law are gone now, I won't come back to you. I won't go back even if the end of the world comes. Yes, my husband was desperately trying to cling to me, but it was too late. You were salt and sunshine when I asked for help, weren't you? That's why I'll do the same. I didn't listen to my husband who was still trying to beg me for help, and just told him to write it quickly and send it to me, and hung up the phone. I feel relieved. After that, my unrepentant husband contacted me for a while, so I told him to go through his lawyer and left. By doing so, he finally understood how serious I was and that I wouldn't change my mind. No, it's too late to understand. We've been together for 10 years and you don't understand me at all. I thought that divorce was the right decision after all, and I told my husband, looking at his ring finger where the ring was missing. My husband became my ex-husband without any problems. As for what happened to his ex-parents-in-law, my ex-husband said that he put his mother in a facility. I guess his ex-husband finally got divorced. Apparently, the ex-wife who lives with him is arguing every day. By the way, he gave up the high-rise apartment because he couldn't pay the mortgage. It would cost money to go to a nursing home. Apparently, he and his father are living in an apartment now. Even when I heard it from the lawyer, it didn't resonate with me. I just think that he brought it on himself. I feel a little lonely that I'm single at the age of 40, but my husband doesn't regret the divorce. I think it's good to take care of your parents, but I don't need a husband who will ignore his wife's feelings. Even if I find a new relationship, I'll have to carefully consider it. But for now, I'm going to enjoy a comfortable life alone. I feel a sense of fulfillment in living alone without any interruptions. Mommy won't come back home. When my grandson said this while crying, I felt the blood rush to my head for the first time in my life. When people get angry, their ears really get hot. It's like the blood is literally rising. I can't forgive him. I will make my grandson happy. I will show him the determination of a woman. My name is Yuzuko. I am 65 years old and my hobby is thinking up cooking recipes every day. I never thought my life would end up being so peaceful. You never know what life will be like. What kind of life was it? It's a long, long story. I married my husband in my 20s and had a daughter. At that time, I think I was a happy wife in a happy family no matter how you look at it.
But a few years after giving birth to my daughter, my husband became ill at a young age and I had to raise my daughter alone as a woman. That said, I had a house that my husband left me, and my husband's family supported me, so I don't think I had many of the hardships of a cemetery family that you see in dramas. At least, I was not unable to feed my daughter or was unable to see her because I was working every day. My daughter was loved by my parents and grandparents on her other side, and she grew up to be a kind and honest child, but then something happened when she was a university student. She had a child. What do you mean? The other person doesn't want to say it. When I asked her, she looked away and said, I don't want to say it if I don't want to say it. I can't accept that reason. Were you dating someone you can't tell your parents about? He's the father of your child, isn't he? What are you planning to do about marriage? When I asked her, she bit her lip. I won't get married. I can't. Why are you saying the other person doesn't want to? I can't get married because I'm married. I was shocked by what my daughter said. Married means that the other person has a family? Doesn't he divorce and choose you? I think so because he said he had no intention of getting divorced in the first place. I think so, but didn't you tell the other person that you were pregnant? I told him. Then I'll tell you, raising a child is so hard. My wife was laughing at my wife screaming. I was shocked. It was like a human being. A man who cheats while saying such things. He's not a good person. Even if he takes responsibility and marries my daughter, he will cheat on her with another woman. Give up on that child. It was a difficult decision for me, a woman, to say these words. I don't really want to say them. I think it's a terrible thing to say. But I thought it was impossible for my daughter, who is still a college student, to give birth to and raise a child without a father. It wasn't a matter of us just supporting her. If my daughter's child had been the child of a man who would properly care for her, I would have been happy that it was my first grandchild, but my daughter, knowing or not knowing my feelings of confusion, said this with her head down. It's no use. I realized I was pregnant quite a while ago, and it took a while to tell him, so I have no choice but to give birth. My daughter's words made me hold my head in my hands. If my daughter had really wanted to give birth at that time, I would have desperately supported her in raising the child. But my daughter said she had no choice but to give birth. And she said it with a very sad look on her face. In other words, the baby in her belly was not one she wanted to be born. No matter how I think about it, whether it was for the child's sake or for the parents' sake, I don't know what is right, but she probably shouldn't give birth to it. But there was no other choice. And so my daughter gave birth to a child of a man who didn't even acknowledge it. Her grandchild was named Nay. She's a cute girl. Before her grandchild was born, the man said that it wasn't his child and didn't acknowledge it. I thought my daughter must have had another man. On top of that, the other man's wife told her that she wouldn't sue her, so she gave up on acknowledging it and asked her not to get involved with him anymore. In the end, her grandchild was not acknowledged, and my daughter dropped out of college and became a single mother. At first, my daughter was desperately trying to raise her grandchild, and I, my parents, and my parents-in-law all supported her. The circumstances leading up to the birth were tragic, but that's no different from our family. And there is no day for my grandchild. Everyone loved her grandchild. My daughter also found a job, and eventually she left the house we lived in, but she was still nearby, and returned to live with her grandchild, and that child finally became a mother. That's what I thought, but a little before my grandchild graduated from kindergarten, my daughter started to change.
I'm sorry, Mom, I'm going to be working late again today. I can't make it in time to pick up my grandchild, so please go instead. Okay, I understand, that would help. Thank you. My daughter, who worked part-time at a supermarket, gradually started working more overtime, and she started asking me to pick up her grandchild instead. I've done that before too. I did work overtime sometimes, but it wasn't like one part-timer worked overtime every day. Most of the time, it was just a random overtime, like, so-and-so was here yesterday, so you'll stay today. Maybe she started working at a store that wasn't very good. I wish I was worried. Welcome home. Mom seems to be busy, so Bar came to pick you up today. It's Barba. When I went to pick her up, my grandchild ran up to me with open arms and a happy look on his face. I told my daughter that she shouldn't have been born, but seeing her grow up like this makes me think how glad I am that she was born. There have been a lot of things, but it's really good. She is my precious grandchild, and I can't take my eyes off her. Let's play at Baba's house until Mom comes home. Mom will come to pick you up later. When I said that, my grandson said with a slightly sad look on his face, I wonder if he'll really come? He must be worried because I've always been the one to pick him up lately. I thought, backquote, I'll definitely come, but my grandson's face didn't look bright. Because, the other day, Mom said she would read me a book at bedtime, but she left 7 days and went out with a strange man. And before that too. I was about to say what it meant, but I stopped talking. From what my grandson said, it seems that the strange man often takes my daughter out of the house at night. And my daughter also prioritizes meeting the man over her promise and raising her child. That's it. My daughter has a new man. Such an intuition crossed my mind. Is this overtime really true? I questioned my daughter who came to pick up her grandchild. Hey, Kiko. From your name, I heard that you have a boyfriend? Why? A strange man comes to the house at night. Nay said that Mommy goes out somewhere. Oh, well, yeah, maybe it's a boyfriend. I'm not saying you shouldn't have a boyfriend because you're single, but you shouldn't take her for granted. What are you doing leaving your child alone at night? You're a mother before you're a woman. You take good care of him, so it's fine. That's not the issue. Aren't you worried about leaving a small child alone at home at night? You say you're fine because you locked the door. How can you say something like that in these turbulent times? It's too late after something happens. Besides, you've been working a lot of overtime lately. I don't want to say this, but are you really working overtime? My daughter's face turned pale when I said that. So you lied about your job. Or maybe the other person is someone from your workplace. I tried to deny it, but the poor quality of the story was the answer to everything. The other person is a man who works at a supermarket and seems to be working overtime and flirting with his wife. On other days, he seems to come to my house at night to see me. My daughter glared at me as I held my head and sighed. It was wrong to rely on my mother to meet my boyfriend, but I want to survive too. I'll do it properly from now on, so don't call me a bad daughter. I know you've been working hard all this time. I won't deny that. But with the way you do things now, I'll look at you as a bad daughter or a bad mother. Shut up. I get it. I won't rely on my mother anymore. Is that okay? I'll cut you off, so I'll build my name in my own way. Wait a minute, don't talk to me. My daughter, who was completely turned against me, declared that she was cutting me off and took her grandchild home. If you want to cut me off, go ahead. I didn't mean to say anything wrong. But I was worried about my grandchild.
If I appear on TV, I won't be able to say anything anymore, and I won't be able to help my grandchild. I desperately tried to contact my daughter and repair our relationship, but everything I did backfired. My daughter completely rejected me, and even my contact with my grandchild was cut off. Still, I couldn't give up on my grandchild, so I went to my daughter's house regularly and watched him from afar. I could only watch. Being isolated, I couldn't even call out to him. But I just wanted to know if my grandchild was doing well. One day, I had been visiting my daughter's house for about 6 months just to see my grandchild. It was a holiday and I couldn't see my grandchild. Well, it wasn't a kindergarten day, so I'm sure he was spending it at home with my daughter. I gave up and was about to go back home when, I saw a familiar child in the park on the way. 7. The child turned around in response to my voice that I muttered without thinking. At that moment, the child started crying. Bam, bang. Papa! Said that and walked weakly towards me. I rushed over and hugged my grandchild. What's wrong, Mom? Don't. Come back home. The old man who came last night is here. Then Mommy told me to go play in the park. So Nanai has been here since last night? Because inside the pipe is like a room and it's calming. I held back tears at my grandson's words. I can't believe a small child spent the whole night in the park. I shivered at the thought of him trembling in the pipe, anxious and without any adults to protect him. I'm sorry, Nanana. I instinctively tightened my arms around my grandson. He cried in my arms. I'll never forgive this. With that thought in mind, I took my grandson and charged into my daughter's house. The daughter, who seemed to have been having an affair with a man, greeted me while fixing her bare chest. Mom, why? What's your name? Quote. My daughter immediately showed a shocked face. My grandson, who was holding my hand, saw my daughter's reaction and hid behind me. I guess he thought he'd get angry because he'd come back. What do you mean? The number one is locking out the child and having an affair with a man. I mean, it's not like we do this all the time. If we do it all the time, it's even more of a problem. Why are you prioritizing a man over your child and letting him into your house? It's weird, isn't it? I just wanted to spend some time alone with him. It was his birthday. My daughter said this with a guilty look on her face. When I rushed in, the man, who was barely wearing any clothes, hurriedly started to put on clothes, and said, "Oh, it's just the two of you," and left the house. The fact that she didn't talk to me after joining my daughter here shows that she has hooked up with another man who is not even 6 years old. What a pain. Why does this girl have such bad habits with men, or is she unlucky with men, or is she blind? The man who I gave priority to over my child because it was her birthday quickly left, but is that the man I'm okay with? When I asked her, my daughter opened her eyes wide and started yelling. In a situation like this, she would be shocked and go home. Even her mother cut off all ties with her, so why is she coming to our house? She was worried about her name, so she often came around here. And now she's in the park. It's disgusting to kick out your child and make him go to school outdoors. No, that's not right. I just told him to go out for a bit, but he didn't come back for a night. That's Seven's fault. I didn't mean to kick him out for a night. And even though his mother cut me off, she was still hanging around us. It's disgusting. I guess it's because I don't trust your parenting. You may have said you wanted him to go out for a bit, but it was hard for him to come back to this house, so he ended up staying in the park all day. It's up to me how I raise my child.
He may be your child, but he's also my grandchild. Of course I'm worried. I don't want it anymore. It's all so troublesome. My daughter said this with a tearful face. But I couldn't write kind words. I don't want you to say parenting is troublesome, even as a joke, in front of my child. If you're a mother, I'm human too. I'll spit it weakly. I shouldn't have had a child. I want to start my life over with him. But he says he doesn't want another man's child, and I don't want it anymore. I didn't want my grandson to hear my selfish daughter's whining, so I covered her ears. There's no point in doing something like this. My grandson seemed to understand what she was saying, but she kept crying. I don't want to hear it, but I'll let her hear it. You don't need a name. My daughter nodded while crying to my question. As if she felt sorry for herself for having to make the choice to throw it away like this. No, I think she actually thought that. If that's the case, I'll take the name. I have no complaints. Please. My daughter answered my words and said that she would name him Kuniri. I thought that it was the worst thing to do, even though he was my own child. The elder sister herself was a tragic heroine, but in this way I took my grandson and declared my estrangement from her. 10 years have passed since then. 7. You forgot your lunch. Oh, it's true, that's bad. Thank you for my lunch, Grandma. Saying that, my grandson went to school in a hurry. Before I knew it, my grandson was 16 years old. Immediately after we took him in, we were preparing for his entrance into elementary school. We were all in a rush, but he is now a high school student. Children grow up so fast. When they started living together, he said that his mother had abandoned him. My grandson, who was very depressed, gradually became cheerful, and now he doesn't even mention his mother's teeth. Sometimes I worry about that, but I believe that he will be fine because he will tell me anything about what happens at school no matter how old he is. One day, while we were living such peaceful days, an incident occurred. I finally found him. I wanted to see him. Please, help me. A woman clung to us, then slid down to the ground and begged. My daughter, who I thought I had cut off all ties with, suddenly came to see me and my grandson. How did you know about this store? My daughter answered my question with tears in her eyes. I saw a high school student running a store with her grandmother on TV, and when my grandson heard my daughter's words, she said, "Mother, I saw you." And laughed. After I took in my grandchild, I realized that if I was going to raise my child again, I would have to work, so I started working part-time again, relying on my parents-in-law and my own parents. I had some savings to begin with, but I wanted to leave some money for my grandchildren, so I worked like crazy. Then my parents made a suggestion to me. Our second son is going to close his shop, so would you like to try opening one yourself? In fact, the family has run some kind of shop for generations. Yoshi originally ran a Chinese restaurant, and his second son, Gijo, ran a fish farm after Yoshi closed the Chinese restaurant. Furthermore, both my husband and I were chefs in the past. We met and married at the restaurant where we worked. Well, my husband got sick from eating too much, so after we got married, he changed jobs and became a salaryman, but my parents-in-law said that the land where the restaurant is located is also owned by Yoshi, so even if I open a restaurant, I don't have to worry about money. What's more, my parents, who heard about the story, left me an inheritance as a startup fund. In this way, with the support of many people, I decided to open a restaurant. I have cooking skills and I don't have to worry about the location of the restaurant. However, the problem is that I don't have the power to advertise the restaurant. I asked a professional.
But I've heard that such customer attraction sites cost quite a bit of money. I felt that it was a waste to spend so much money to advertise a small restaurant, and I was racking my brains over what to do, when my grandmother said, "If you're going to run a restaurant, I want to help you too. These days, you can advertise on social media. I'll take it on. I think it's enough advertising to be run by a high school grandson and his grandmother." The grandson said this with a grin. I thought that the promotion might be interesting. But you have school, right? Of course I'll try not to be stupid, and when I'm in trouble, I'll ask my grandmother for help. Because it's hard for a grandmother to run a restaurant alone. I'm old enough to work now, so I thought I could run the restaurant by myself, but also by being supported. I was resigned to my grandson's reliable proposal. No, as an adult, I should tell him not to worry about us and to focus on his eloquence. My grandson had originally said that he wanted to run a restaurant in the future. This story makes you feel the strength of my husband's blood. Starting a restaurant with me for the future might be a learning experience. Above all, I was excited because it seemed like fun to run a restaurant with my grandson. Thus, I gave in to my grandson's enthusiasm and the two of us became so-called co-owners and opened a restaurant specializing in joint cooking and rice balls. Now we are making enough profit to hire employees and have become a bit famous. You're making enough money to appear on TV, right? My husband has made me take on debts and I can't do anything about it. I can't even make a living by just working. Please let me work here as a live-in employee because you think it will help me. My daughter said this and kowtowed again. However, I felt something was off about her words. If you want to work as a live-in employee, you can find other places. Why are you relying on us now? Are you really going to work? My daughter was hesitant to answer my question. He's probably going to stay there and make us pay off the debt. My daughter's face turned pale. But even if she worked, it's not an amount she could ever pay back. I don't know. She says the man made her take on debt, but it was her who chose that man. But she didn't think he was that kind of person. The man is not the one who caused her to abandon her, right? Yes. That other man. I sighed at my daughter's answer. Things didn't work out with the previous man, and she was dumped so harshly by the new man that she was left in debt. Why does she still think about doing something with a man when she's not that good? It's all her own fault. She has no eye for people. Everyone makes mistakes, doesn't she? It's not at that level. Anyway, I cut ties with you. But this store gives priority to hiring single mothers and women who are struggling, right? Is it okay to abandon me? Abandoning your own daughter, who is struggling. If you tell this to TV or a weekly magazine, the store's reputation will be ruined. My daughter looked smug for some reason. Then my grandson started giggling. Quote, "Takashi-san, what do you think about what you're saying?" My grandson called out, and the store staff and Takahashi-san came out from the back. How dare you say something like that to me? My daughter stared at Takahashi-san's words. But her face gradually distorted. Oh, I won't let you say you've forgotten. She's the wife of the man you were dating. I started trembling at Takahashi-san's words. Yes, Takahashi-san was the wife of the man my daughter met at the supermarket. She found out about her husband's indefinite marriage, hired a renewal agent, and showed up at this store after finding out about us. At that time, it was a huge spectacle, and people wondered what kind of education otakus are giving their daughters. It was scary. But Takahashi-san was right. There was no point in saying anything. Even though it was my daughter who had been disowned, I had no choice but to bow my head and say I was right. However, as we talked about our family situation,
Takahashi gradually began to feel affection for her grandson. She was constantly being pushed around by her parents during these evictions, and he even said that he was sorry for blaming her for her daughter without considering the situation, so he settled down. After that, Takahashi divorced her husband. She had been a full-time housewife for many years, so she couldn't find a job, so I hired her at our store as a way to make up for it. When I hired her, she was a good employee, and she liked my grandson like her own daughter, and she worked hard. You know who is causing me so much trouble, right? When Takahashi said this, her daughter looked away and bowed her head, saying she was sorry. As long as I work here, I will never accept that you work at our store. I feel like I would spread the word about what you did to everyone you know. My daughter could only shrink from Takahashi's words. She kept repeating that she was sorry. But she really didn't have any money, and she had been cutting off the rent with him, but now that he's left, she may not be able to pay it anymore. As she was whining, her grandson smiled and said this. If you don't have money, why don't you just do outdoor school? Only the grandson, who was once forced to do outdoor school by his daughter, can say this. Alliant burst out laughing at the internet like sarcasm, except for his daughter. If you say, I'm your mother now, so help me, it will only make you really uncomfortable, and you must have already cut off all ties with us. Don't get involved as a mother. The grandson is harsh on his daughter. But the daughter doesn't back down easily. Quote, I'm your mother. She says, I'm your mother. No, you're not my mother. I remember, I was told I don't need you. I don't have a mother. All I have is my precious grandmother and all the employees who are as kind as a mother. The grandson said this in a tone that seemed like it was too much trouble to even talk. The daughter was suddenly disappointed. Seeing her daughter like that, Takahashi said nastily, if you're not going to eat, please leave. Then the other employees also shouted, saying that she was in the way of the rotation preparations, or that it was almost time for the customers to arrive, so please leave. The women here are all single mothers who have been abandoned by their husbands or are struggling to raise their children. They probably can't stand a carefree girl like my daughter. They all spoke so coldly to her. In the end, my daughter was completely crushed by what everyone said, and left the restaurant crying and being chased away. After that, I received a letter from my daughter. She had been working hard to pay off her debts, but she was caught by a bad man again and almost became a total loser. She said that she was forced to do dangerous work without realizing it was a crime, and that she had finally reflected on her lack of judgment in men and was going to change her mind from now on. There was a casual air in the letter that asked us for help, but I pretended not to know. I didn't even reply. It was because my grandson might have a hard time in the future if I got involved in the wrong way. My grandson himself doesn't want to have anything to do with my daughter, so I think this is the best way. Meanwhile, after graduating from high school, my grandson went on to a vocational school to get a chef's license. After graduating, he started cooking at our restaurant in earnest, and now he is in charge of running the second restaurant. Yes, thanks to the Omusubi boom, the store became popular and even launched a second store. By the way, Takahashi-san was promoted to assistant manager of the second store. He cares for his grandson so much that I sometimes think he worries about her more than me, so I'm sure he will be a great support for her. My grandson has grown up and started living alone, and his lifestyle has changed, but he still comes to my house when we have time, and we eat meals together and spend time relaxing. We've been through a lot, but I'm more like a parent than a child. I cried when my grandson told me this. I think so too.
Apparently the name Obi also means to form a bond between people. Today, as I tie the Omusubi, I hope to cherish this bond and live a bright and happy life with my grandson and reliable employees.